チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは。聞こえておりますでしょうか。どうも聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは。カラスマ100です。本日はですね、久々カラスマフリートークということで、ホロライブで労働問題が起きている件ということで、まあ完全になんか味を占めているようで申し訳ないんですけれども、先日ですね、2時3時さんの配信をしたら好評だったのでありがとうございます。低評価もすごかったですが、高評価も大変すごかったです。皆様のおかげです。ありがとうございます。で、まあホロライブさんの話はあまりしなかったんで、なんでしょうね、ホロライブ支持者ではないかみたいなことはあまり言われてはいないんですけれども、そちらの大手事務所さんでもですね、なんか労働問題が起きていそうなので、ちょっとそれを取り上げることにしました。まあ、フリートークなので、それ以外についてはですね、テーマ決めずに話していこうと思います。現在進行形の社会問題や政治問題、差別やヘイトスピーチについて取り扱いますので、視聴にはご注意ください。また、カラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、今回もですね、深刻な話題を軽く扱ったり、タレントさんを誹謗中傷する目的ではありませんので、よろしくお願いします。コメント欄でも差別や誹謗中傷とはご遠慮願います。はい、ということでですね、皆様を使っていただいてありがとうございます。土星 X さん、マヤ F さん、しょうがさん、おたはなふうかさん、ペタさん、飛びどがぽーさん、きやみふさん、アブソリュートさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そうですね、おかげさまで体調も少し良くなりました。ありがとうございます。まあ、相変わらずなんかね、朝起きるとき頭がフラフラしたりとかちょっとあるんですけれども、ですね、夜になるとだいぶ元気になるので完全なね、カラスなのでですねカラスは夜寝るか。
そう、リベラル的に話題になりそうな VTuber の話がね、まだあるんですよ、実は。はい。春音ミリさんのアルバムは車でヘビーローテーションしてます。ライブ会場でもらったサイン入れ。おー、素晴らしい。私もサインもらいました。完全にすいません。ということで、戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、反対、反戦、反差別ということでありがとうございます。いつもありがとうございます。ちょこっと勉強会をやります。テーマはストップ、売春処罰法。みーちゃんと山田さんの世間の需要のされ方と伊藤詩織氏に対することで、なんかすごい、ちょっと危険度というか、センシティブな話題だな。ありがとうございます。いや、でもどれも重要な話ですよね。はい。いや、フィンランドなんかね、今回ね、ようやく首相が声明出しましたけど、やっぱり極右政党と連立するとダメですね。ああいうね、どうしようもない、まあ火曜日の配信で取り上げましたけどもね、どうしようもない奴らがですね、なんか差別ポーズをしてですね、釣り目ポーズとかをして大炎上していたんですけれども、まあ手のね、どうしようもない人たちに力を持たせないためにも、極右勢力に関しては粉砕という、ことでですね、今後もやっていこうと思います。はい。カズさん、コンカラスです。いや、低評価してんの普通に2時3時のファンの人じゃないですかね。明らかに事務所名出してね、あそこまで強く非難したから、それはね、怒るでしょっていう感じではあるし、まあ、それはまあね、予測していたことではあるので、まあ、しょうがないです。はい。ということでですね、まあ、いろいろね、高市政権でちょっと大問題発言がまた飛び出したりしていろいろ話題になっていますが、まあちょっと先にですね、用意してきた話題の方を取り上げてみようかと思います。まあサムネにもしたんですけど、まあバーチャル YouTuber に興味のない人はね、全く知らない話題だと思うので、まあ一応ゼロから説明するんですけど、ホロライブのですね、有名な VTuber 事務所の、ホロライブさんというとこの天音かねたさんというタレントさんが、画像のタレントさんが引退されることになりました。なんかいわゆる要は個人にですね転生するとかそういう話でもなくて本当に芸能活動をやめるそうです。はい。で、まあ、先を前週紹介したですね、2時3時要するエニーカラーさんっていうところが大好調で、まあ、業績うなぎ登りということは紹介しましたけど、ホロライブさんってすごい苦戦してて、まあ、2大ライバル事務所だと言われているんですけれども、まあ、2割の営業減益になったところで、まあ、この方がですね、27日に卒業してしまうって、で、チャンネル登録者数168万人ほどいるので、まあ、ごそっと、まあ、それが全部ね、純減ということではないですけれども、まあ、ごそっとファンがまたいなくなるよというような話になっております。まあ、その他にもですね、大物タレントさんが次々と卒業するなどしてしまっておりましたので、まあ、結構、大変だという話なってるんですけど、まあ、ただですね、この方卒業メッセージを出したんですよ。卒業メッセージ出すのは VTuber のお約束っていうかですね、必ずまあやっぱりファン向けにですね、私はこういう理由で卒業いたしますみたいな、ありがとうございましたみたいなですね、メッセージの動画とか出すのがまあそれはね、通常行われることなんですけれども、内容がちょっとすごくて当初想定された領域を超える業務外のタスクが何度も発生した。その結果、自分の活動がうまく回らないほど負荷が集中する期間が続いた。仕事の負荷による心身の状態から活動の維持が難しいと感じるようになったこと。また、こうした状況を数年前から事務所に相談していたものの、解決には組織全体の仕組みの見直しが必要となるため、健全な活動を続けることが難しく卒業を決めたということで、まあこれなんか変な抽象まとめサイトとかじゃないので、まあほぼ私も元配信は出しませんけど、元配信聞きましたけど、ほぼこの通りのことをおっしゃってました。はい。っていうですね。まあこれで大変炎上しておりまして、まあホロライブさんに対する批判が殺到しているような、状況でございます。まあなのでなぜ私がわざわざそんなねゴシップネタみたいなのまたなんでカラスマはね再生数狙いで取り上げるのかと言われそうですけれども、まあ理由はこれでございます。はい。
ということでですね、相沢さん、おばすんさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、業績的にも非常に苦戦してる中でこれなんですよ。まあ、もちろんね、事務所さんの許可の上で喋っていますので、そういう意味では、まあ、円満退社という形ではあるんですけど、いやー、これはちょっとね、それは批判されるよねっていう話ですよね。はい。今、総じてゲーム実況でゲームをきちんとさらん人が多いのであまり見ない。あ、そうですね。その傾向あるかもしれないですね。まあ私は割ときちんとやってる方だと思ってますけど。マリン首相は別に差別やハラスメントなどやってないのにダンスしただけで叩かれて辞任されたの。あれが原因で辞任したんでしたっけ？フィンランドってね、以前マリン首相って女性の若い首相だったんですけど、あまりね、だから、やばいあれジェンダーとね、エイジズムによる叩きじゃないかと思うんですけど、なんかダンスクラブで踊ってたっていうことですごい叩かれてたんですよね。なんでそんなことで叩かれるのか意味がわからないって感じだったんですけど、そしたら今保守派のおっさん首相になってしまってですね、なんか極右と連立組んじゃって、なんか今回のね、差別事件にももごみたいなこと言ってたから、世界中から批判される羽目になったという、まあ自業自得なんですけどね、まあフィンランドにはね、立て直してほしいですね。はい。いや、そんな業務をライバーに負担させるってどういうこと？そんな低たらくだと事務所の意義って何って？いや、ほんと事務所がおかしいですよね。どんな体制なのこれっていう。まあもちろん中のことのはね、わかりませんよ。わかりませんし、まあその手のなんかね、創造的な情報っていうのはね、全部ゴシップネタの類だからわかんないし、ご本人たちが言ってることしかわからないんですけど、まあでもね、これが嘘を言ってるとは思えないので、はい。ですね。そう、なんかね、そう、ダンスレッスンとかいろいろとやらされることがね、すごく多かったのではないかとか、その余計な、要はね、やらなくてもいい仕事までやらされてたのではないかみたいな感じですよね。はい。まあね、東洋の人はね、フィンランドの曲を批判する資格ないと思いますよ。だって同じ腹の無地なだし。そうですね。なんかだからホロライブのタレントさんに対するいじりとかも良くないと思いますけどね。また今回そういうセクハラ、なんかモラハラ的な問題とはまた別の問題ですよね。まあ労働者性が高いというか、で、芸能タレントさんだから労働者じゃないんだけど、個人事業主として契約してるはずなんだけど、断れない仕事が多数入ってしまって、まあこうなってしまったみたいな感じですよね。はい。サズデさん、初コミありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんな感じでですね、ですね、時事の問題などを話しております。他のタレントは大丈夫そうだからよくわからない。そうなんすよね。なんかね、あまねさんだけだったのかなとか、なんか他のタレントさんはひどいとかそういうことではないのかなという、なんか全員的な問題でもないのかなという、だから内部のことはまあわかんないんですけど、喜んで金を捨てさせる仕向ける商売してる会社とそこで働いてる人間がまともな精神状態のはずはないと。まあそれはね、確かにその傾向あると思いますけれど、ただね、精神どうなんだろうね。ご本人の精神の問題ではないような気はするんですよね。で、まあ、なんかいろいろな、まあ、切り抜き動画とかが大量に出ていて、まあ、想像以上にあらゆる手段を試したけれども、まあ、その卒業という結論は止められなかったというような、話が、されているんですけど、これ見てわかる通りですね、同僚の方々がですね、辞めるのやめなさいみたいなデモを起こしてるんですよ。だからこれちょっと労働運動ですよね、これ。これは労働運動だと思います。ちゃんとね、プラカードを用意してですね、だから、あまねさん本人に言ってるのは確かにおかしいんだけど、おかしいし、まあ冗談めいてはいるんですけれども、なんとかしてやめさせないようにというですね、動きがありまして、だからですね、VTuber の皆さん、日本俳優連合みたいなのを作るべきだと思いますよ、本当に。俳優さんとかね、これまああまり今3000人ぐらいしかね人数いないんですけど、日配連ってありまして、声優さんとかね俳優さんってこれに所属してる人多いんですよ。ただね、まあこれ所属するのに5年くらい活動してる、まあ実績がなきゃいけないとか、そもそも労働組合じゃなくて協同組合っていう形で、まあフリーランスの人たちが中心だから協同組合っていう形なんですけれども、まあ、ちょっとね、入るのおそらくハードルが高いので、だからなんだろう、活動したての配信者とかでもですね、入れるようなね、もっと緩い団体を作ればいいんじゃないかなと、個人的には思いますね。はい。
ゴブリンさん、コンカラスです。企業は労働者の健康と生活を保障しろというですね。いや、今回の場合、なんか俳優だけども、労働者性が高いって思われる事案なんで、で、周りの人たちがね、こうやって、辞めさせないようにいろいろ努力しているのに、うまくいかなかったという事案なのでですね。で、ご本人もですね、別になんか嫌気がさして辞めるとか、そういう話ではないので、だからですね、やっぱり労働問題じゃないかなという気はするんですよね。やっぱり仕事断らない性格だったのが災いしてしまったというところなんですかね。だからフリーランスの方で仕事を全部受けてしまうタイプの人だと適切にマネジメントしないとパンクしちゃいますよね。本当にやめてほしくなかったら裏でやってほしい。それは裏でもやってくれてるとは信じたいからな。そう、事務所には言わなきゃいけないから、だからアピールしてもね、それはね、違うだろうという感じではあるんだけれども、一応こういうですね、ちゃんとプラカードまで作っているのでですね、はい。だから本当はね、こういうことをすべきだったんじゃないかなと思うんですよね。はい。そうですね。なんかご本人の書き込みとか、そういう真偽不明の情報とかはいろいろあるんですけど、そういったものはね、取り上げてもしょうがないので、いや、ごめんなさい。別にいいんですけど、ありがとうございます。コメントは全然 OK なんで、はい。証拠としては取り上げません。はい。労働組合の組織率の低さと労働組合の知識のない人が、そうですね、本当ね、多分フリーの人ってほとんど知らないんじゃないかですかね。で、そういうのが、入ることがおかしいとか、入ったら仕事がなくなるだろうみたいな、やっぱイメージがあるっていうことが、日配連の人自身がね、書いてるんですよね。だから、日配連に入ると仕事がなくなるって聞いたけど、本当ですかみたいな。本当ではありませんっていう、ちゃんとね、だから5年以上ね、声優さんとか俳優さんやってるベテランじゃないとこれ入れないから、それはないだろうって思うんですけどね。はい。でもそれなりに、やっぱり守ってくれるということではあると思いますね。はい。別にね、左翼をだから当てこすってるとかそういうわけではないと思います。ちょっと後で説明しますけど。はい。そうですね。抵抗する手段はいくらでもあるけど、資本家が労働者同士を対立させて競争させるような仕組みを維持して、そうですね。だからタレント事務所さんって典型的にね、やっぱりライバル同士で競争させてますからね。だから団結しにくいっていうのはあるでしょうね。で、フリーランスだから余計に立場がね、弱いわけですよね。はい。で、怯え青年さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。そう、労組の組織化はね、憲法で保障されてるんですよ。だから本当個人はね、入るの大事だと思いますけどね。V となると客層半ポリコレなので、そういう左翼的なこといや、でもどうなんだろうな。そこは労働組合を許さないレベルで精鋭化してるんですか、奴ら。労組は労組悪魔化されてますからね。安倍晋三さんという人のせいでね、なんか日教組みたいな呪文を唱えてればいいみたいな、やつが長年首相だったので、すっかり労組も弱体化してしまったんですけど、でね、いろいろ調べたんですけど、一応フリー配信だけど、それぐらいの知識は持っときたいなと思って、劇団員さんとか、今回みたいな声優さんですよね。声優って言っちゃうけど、いわゆる声優さんですよね。アニメのね、声優してるわけですから、やっぱり労働者性が低いっていうか、労働者性が認められた判例ってあんのかなと思って検索してみたんですけど、あるんですよね。2020年に劇団員が労働者であるか否かが争われた訴訟がありまして、これ画期的な訴訟だって言われてるらしいんですけど、劇団運営会社エアースタジオに対し未払い賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審があり、男性が公演に出演したことに関して労働者性を認め、会社に対して186万円の支払いを命じる判決を下したと。でこれどういう話かっていうと、社員ではなかったんですよね。で入団契約を結び、退団するまで劇団員として2016年まで活動したんですけど、裏方業務などもしながら、会社が運営するカフェバーでもアルバイトとして働いていたと。カフェバーはね、極めて労働者性が高いと思うんですけど、裏方業務についてですよね、問題は。いわゆる配信準備とかもね、裏方業務に当たると思うんですけど、劇団での業務が長時間であったにもかかわらず、月6万円しか支払われなかったことから、未払い賃金を求めたということなんですが、これが、いや、裏方業務やってんだから金払えよという判決になったそうでございます。
だから割とね、画期的な判決だったみたいですね。はい。で、まあ、月6万円の支給は、アルバイトを行う時間を削って劇団の業務に励める劇団員を支援する趣旨で設けられたというものであること、劇団員の業務遂行状況は副座長が随時チェックするものとされていたこと、および劇団員の遂行状況においては在籍の影響もあるというふうに言われてたと。まあ、いろんなところで、労働者性が高いし、断れないような状況がね、作られていたと、エアースタジオというですね、劇団内で作られてたということで、労働者性が高いということが認められて、ちゃんとですね、未払い賃金が戻ってきたということですね。はい。なので今2025年なんで、これもう判例になっているのでですね、訴えれば普通に勝てる案件なんじゃないかというふうに思うんですね。まあ多分ね、本人の性格とかまあ訴えるってなったらね、大問題になるから、多分やらないんでしょうけど、はい。まあでも訴えたら普通に勝てる事案ではないかなと思います。要は裏方業務も含めてパンクしてたっていうことだったら、まあ、いくら本人がね、いいですって言って、まあ、安請け合いしてしまったことが原因の一つだったとしても、ですね、裏方業務が忙しすぎてね、本業ができませんみたいな話だったら、まあ、それはね、労働者性が認められるでしょっていう話ですよね。はい。少なくともインボイス反対する声優より自民党の味方がする人が多かった。いや、そこはですよね。ほんとオタクどうしようもねえなって。いや、私もオタクだけど。もう、腹立ってしょうがないですよね。あれ、なんででしょうね。いや、インボイス反対は絶対もっといけると思ったのにな。なんでかね、裏切りやがった人がたくさんいましたからね。まあ、インボイス反対派にも安藤博みたいなのもいるから、ちょっとあれだったんですけど。うん。大学も労組も社会主義も悪魔化されすぎですよね。むしろ資本主義こそ悪魔そのものですからね。いや、ほんと資本主義がその悪魔性を最近むき出しにしてますからね。ほんとこういうの大事ですよ。地道な積み重ねでね、こういう、まあ、権利を訴えて勝つっていうのは非常に大事だと思うし、素晴らしい訴訟だと思います。はい。視聴者を怖がってたのかな。まあ、それは本人の問題かもしれないですよね。それはまあ、その配信というかが嫌になってたっていうことなのかもしれない。まあ、そこはわからないですけどね。うんうん。そう、小さい劇団さん多分持ち出しでやってたんでしょうね。だからそういうノリが残ってたんじゃないですか。でも月6万はないですよね。そりゃ暮らしていけないし、当然だと思いますよね。はい。旧大運営さんこんばんは。来ていただいてありがとうございます。シンプルに労働者だと思っていただけで当事者周りの理不尽改善してほしいですね。労組悪魔化の原因なんですかね。国鉄を JR にしたからですかね。でもまあ辺から要はアメリカのレーガノミクス由来の新自由主義がゴンゴン日本に入ってきたみたいなのはまあ私も大雑把な認識ですけどっていうのは思ってますね。はい。チャンネル登録してるのに労働登録者しかコメントできませんとしか表示される。そうなんですか？バグってるな。ごめんなさい。それはね、多分 YouTube くんのバグだと思います。ごめんなさい。弾く設定してないので。どこぞの一世さん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。オタク差別、男性差別には劣化のごとく怒るのに他者の人権に鈍感なのは困る。いや、本当ですよね。本当に声優さんのために怒れよ、少しはって。はい。だからなんかね、なんかね、やっぱり反社会的な気質の人がちょっと多いですよね。ボッチザロックの炎上もまあそうでしたよね。通俗道徳、自己責任の内面化、資金が上がらないのは個人の能力不足というすり替えもありますよね。左翼運動が弱体化したのは徴兵制がなくなったからというものを目にしたことがあるけれども、左翼運動を盛り上げるために徴兵制復活はそれは本末転倒ですね。それはやっちゃダメですよ。まあ確かにね、労働とかまあ兵役とかはね、組織化には強いですけどね。でもそれはまあ、当然やっちゃいけないことなので、はい。ホロライブ側はバーチャルアイドル事務所をやりたいと思ってて、そこが VTuber 志向と噛み合わなくなってる。まあ、そうみたいですね。ちょっとね、いろいろ調べたけど、はっきりしたこと言えなかったので、まあ、ネタとして話しちゃうんですけど、やっぱりコンサルとか、売り上げとか営業方面のですね、人材がすごく多いらしくて、700人ぐらい従業員いるんですよ、ホロライブさんって。びっくりしたんですけど、700人も従業員いんのって。
でも実際にタレントマネジメントみたいなことをしてる人たちが多いわけじゃなくて、なんかメタバース事業をやってたりとか、なんかよくわかんないことをやってるみたいなだからみんなクビにしろみたいなね、乱暴なね、コンサルみたいなことを言ってる人もいるんですけど、それはね、全員クビにしたらそれはそれで大問題だと思うんですが、まあね、本当はね、横断的にその VTuber さんとその本人たちの労働者性みたいなのもね、団結できるのが一番本当はいいんですけど、それはなかなか難しいのかなと思います。で、別の事例だと、実際 VTuber さんで、タレントさんとその事務所が派手に揉めて、まあ、訴訟沙汰になったケースって、まあ、何回かあったらしくて、ですね、これ事案に載ってるんですけど、まあこれ結構高額請求だったので取り上げるんですが、日本経済新聞が25年の2月14日に報道した30代で念願の VTuber になったが1ヶ月で適応障害違約金訴訟によると、都内に住む女性が2022年7月に VTuber 事務所と契約を結び VTuber の活動を始めたものの、事務所が課した厳しいノルマ、月20本以上のライブ配信などなどをこなすため、過労死ラインをはるかに超える労働時間となり、契約から1ヶ月ほどで体調不良になってしまった。女性が精神科を受診したところ、ドクターストップがかかったため、事務所に活動休止を申し出たところ、事務所が違約金500万円の支払いを求めて VTuber の女性を訴えたというめちゃくちゃな訴訟なんですけど、まあこれはめでたく和解したそうです。さすがに支払うわけねえよなっていう話なんですけど、まあこういうめちゃくちゃな請求がまあ横行してるのがね、タレント事務所とか VTuber 事務所とか YouTuber 事務所の現実らしいので、いや、これは労働組合案件だろって思いますよね。まあ今回の場合ね、別にこういう不当請求をね、その会社さん側がやってるわけではないから、まあ違うんでケースではあるんですけれども、まあこんなこと許されるわけじゃねえだろうと思います。はい。関西生コンさん、そうだ、最近、あれですよね、NHK でも特集されてましたけども、そう、正当な労働組合の活動をやってた人たちをヤクザがね、脅迫したりして、官製労組か、官製労組か、ごめんなさい。官製労組がね、ですね、正当な活動をしていたにもかかわらず、まあ、暴力的に脅したりとかですね、そういうとんでもねえことが行われてきたっていうことが、言われているんですよ。はい。まあ詳しくはいろんな記事があるので見ていただきたいんですけど、だからこれね、社民党のお椿優子さんがね、関西生コンの人たちとね、結構近しかったっていうことで、それがね、いわゆる大椿さんバッシングに利用されたりとか、まあいろいろあったんですけど、まあそもそもね、89人も逮捕、なんか違法行為とかで逮捕されてるんですけど、それ自体が、まあ、要はヤクザとね、警察が事実上グルになってたんじゃねえかみたいなとんでもない話でございます。はい。だから今の本当ね、労働者のね、権利がどんどん縮小してること自体がわかりますよね、こういう実態もね。まあ、国鉄はいろんな不満とかはすごくあったらしいですね。それはそうなんですけどね。でも別に、普通にストライキしてたり、してた団体がね、はい。3日前はリグロスライブ良かったからタレントの仕事配分良くしてほしいですね。カバー社さんはもうちょっとなんかね、なんとかしてほしいですね、本当に。ここまで問題が表沙汰になっちゃったらね。まあ彼女一人の問題じゃないですからね。っていうアイドル活動前提になったりしますもんね。やりたいことからの乖離があったんでしょうね。フォロワー数成功で逆転という人もいるんですが、まあその部門が図に乗るだけではないでしょうか。月20万契約やばくね、月20やばくね、そんな契約可能なの死ぬだろっていうですね。いや、これは本当にやばいですよね。どんな事務所だったんだっていう。まあ、この手のとんでも事務所、最近はあまり話聞かなくなったんですけど、2020年くらいには確かに結構ゴロゴロあったらしいですね。はい。恐ろしい。事務所がライバーを訴えたんですが、ライバーが事務所でなしにっていうですね。いや、ほんとね、ライバーさんが事務所訴えたらわかるんだけど、これ事務所がライバー訴えてんですよ。どうやってもおかしいだろ。ふざけるなよって感じだよね。ミネさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。国鉄民営化の時に裏切ったのが JR 総連の松崎明で、角丸派の副議長で黒田寛一の右腕でした。そうなんだ。その話全然ごめんなさい。詳しく知らなかった。ありがとうございます。
いやー、角丸派ろくでもねえな。角丸派の悪口になってしまった。僕が生まれた時には国鉄はもう JR でしたもんね。あつきさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい。あれ、そんなことあったっけフォロワーさんって。なんかそんな炎上事案ありましたっけ？ごめんなさい。それはちょっと、私あんまりその熱心なホロライブファンではなかったので。あ、そうですね。そうか、そうですね。そうだ。飯塚幸三さんのような、人を出してしまい、なんか、炎上したという事案が、最近だな、割と最近取り上げていたら、いや、これください。これちゃんとチェックしとくべきだったら、いや、大丈夫だろ、この会社さんは。なんか池袋暴走事故の加害者を想起するキャラクターをですね、出してしまったそうです。何を考えてるんですかね。はい。まあこんな感じで、だからそもそもそのカバーさんに出身感が募っていたところにこういう卒業発表みたいなのがあったんで、余計まあその炎上が広がりやすかったという素地はあったかもしれないですね。はい。伊沢さんスラップ訴訟みたいでひどいですよね、ほんと。はい。いろんなところに搾取だらけだし、もうほんとよろしくない話ばっかりですよね。はい。2024年の11月の2審判決では事務所側の不適切な対応によって契約解除を余儀なくされたことが認められ、先ほどの500万円は認めないという、まあ当然の、結末になっております。はい。当たり前ですよね。本当に。TBS ドキュメンタリー祭りが大阪で開かれた時、観戦に密着取材した労組と弾圧の上映会には組合員の方々が大勢お越しになっており、客席がものすごい熱気に包まれました。へえ、それは見てみたかった。いやー、でも関西生コンの人たちね、全部話してほしいですね、ほんと、ここまで来たら。はい、みんな無罪になってほしいですけどね。はい。まあ、カバー社さんに限らずね、だから理事さんじさんの批判ばっかりこの前しちゃったけどね、やっぱりVTuber 事務所全体がね、倫理観がまずいのではないかという話ではありますよね、これの一端も。はい。そうですね。で、まあ他の事案で言うと、アイドルグループの事案もあって、これに、ちょっと古い話なんですけど、2018年に虹色ファンファーレという、私は全く知らないのですが、アイドルグループの4人が、芸能事務所にですね、専属契約の解除などを求めて訴訟を起こして、これも和解が成立してます。で、これ詳しく書いてないんですけれども、これも割ととんでもない話で、月額賃金3万8000円をレッスン費用などとして全額天引きされており、事務所を辞めたいと伝えては契約から7年は辞められず、解除しても2年間は芸能活動を禁止というふうに言われたということで、まあこれもね、とんでも契約を結ばされており、これは2018年の話なんですけれども、リアルアイドルの人たちですね、そんなのは受け入れられないと言って、みんな辞めてアイドル事務所を訴えたという話ですね。はい。まあこれは当然解雇というかみんな辞めたくて辞めているので辞めるのが認められるのは当たり前ですし、まあそもそもこんな契約内容がありえないという話だと思います。だからその天音さんがどのような契約をホロライブと結んでたのかは分かんないですけども、自分のだから想定を超える以上の強要があったのかどうかですよね。強要というか断りきれない何かがあったのか、それともまあ良かれと思って引き受けてしまったのかっていうところでだいぶ話が変わってくると思うんですが、まあご本人の話だとね、その強要に近いというか、その受けざるを得ないっていう状況があったのではないかというところなので、まあそういう話だったらですね、むしろ向こうの契約は不当であるっていうことを言ってもよかったんじゃないかなという気はします。この世に存在する差別をほとんど網羅したまあ確かに全ての問題発言をつなげるとな、大体差別してるんだよな。ただな、天音さんって今回取り上げてるところからもわかると思うんですけど、あまりそういう絶果とかがなくた人でちゃんとしてたんですよ。まあ私の感想ですけどね、全部の細かい雑談とか見てないので、そこまで熱心なファンじゃなかったのでごめんなさい。わからないですけど、少なくとも先週取り上げた人たちみたいな露骨な差別発言はしてないんですよね。だから、なんつうんですかね。それなりに倫理観あってちゃんと頑張ってる人がね、やっぱひどい目に遭ってるっていうのは理不尽感がありますよね。うん。
あるある駆け出し時代のレッスン大作集。あるあるなんですね。これ信じられない事件だなと思って検索して見てみたんですけど、ボランティアよりひどいっすよね。はい。倫理観の抜けたネタを面白がっていることの影響、企業は何度でも確認してほしいです。事件などを嘲笑し、まともに受け取らなくなる加害につながる自己責任論が拡張するなど。いや、ほんとそうですね。だからこういうね、悲惨な事件をネタにしたりとか、ね、辞任がどうとかっていじったりとか、そういうことをすることが被害の軽視につながりますからね。絶対やってはいけないと思いますね。はい。教養がなかったとしてもライバーの心身の健康を守れない以上は事務所のマネジメント能力が甚だ疑問です。いや、全くそうですね。しかもこの事件の後でそれが起きてますからね。そりゃ信頼なくすわって話ですよね。レッスン費用って経費で落ちないんですか？いや、なんか普通に経費で落ちるようなイメージありますけどね。なんでみたいな。個人事業主でしょ、この人たちっていう。私の知る限りでも意識はあった気がしますね。ちょいちょくいじられ相手かばう発言とかありました。なるほど。ありがとうございます。そうなんですね。はい。VTuber に限らずよく聞く話ですと言っても昔のことだとは思っていましたが。そうですね。なんかね、18年ぐらいにこの事件が起きて、で、この、先ほどのエアースタジオさん事件が2016年に発生していまして、さっきのね、とんでも契約が2022年に発生してるんですけど、なんかこうなるとなんか成長してないっていうか、判例積み重なってんのになんでやめないのっていう感じしますよね。ろくでもない事務所はどこにでもあるんでしょうけれども、なんかね、はい。なかなか労働者の立場が本当ね、厳しくなってますよね。あまりにも資本家側が有利すぎると思います。新垣結衣さんのファンだったら覚えてますね。で、これごめんなさい。ちょっと、小ネタというかなんですけど、なんで春眠りさんのことをサムネの話題に出したかっていうと、やめるのやめろっていう、このプラカーを作ったのって、この真ん中のオマル・ポルカさんっていう方なんですけど、仲良しなのでコラボしたりとか、しているわけですね。彼女の行動自体の是非はともかくとして、この方ですね、春眠りさんに曲を提供してもらってるんですよ。私最初知った時びっくりしたんですけど、春眠りさん書いてんのこれと思って。21年の話なのですが、VTuber グループホロライブの5期生として昨年デビューした、当時ですね、オマル・ポルカさんに対して、エヴァーブルーという、これとてもいい曲なので、興味ある人は聴いてみてください。ご本人が歌ってるんですけど、曲をですね、提供してるんですよ。何ですか、これぐらいだけだったらなんかね、ただの偶然だろうってしかあらないんで、だけど、21年って言ったらですね、もう春眠りさんってもう完全に政治家的な発言も積極的にやり始めていた時期で、例えばこのね、ご本人のインタビューだと、あれどの辺だったっけフェミニズムについてもですね、コメントしてるんですよね。私にとってはパンクというイデオロギーは愛と怒り、あった。ひいては優しさそのもののことなのですが、これはこの世界や社会で生きているとフェミニズムと結びついてくるのは必然性があるというか、とても自然なことなのかなと個人的には感じます。ということでですね、ライオットガールはクリエイティブを前提としたムーブメントだと思いますというような発言もされていまして、クラッシュが好きだとかね、今ほどですね、左翼みたいに叩かれてないんですけど、時期なんですけど、春眠りさんでも最初からね、こういうスタンスの方なのでですね、春眠りさんとコラボすんのっていうですね、なんか春さんの方が、何か営業かけたとか、なんか知り合いだった、個人的に知り合いだったとか、そういう可能性はあるんですけれども、珍しいですよね、これかなり。だから、今回ですね、なんかプラカード持ってるの見て思い出したんですけど、あれプラカード作ったのもこの人なんだっていう、へーという、ちょっとそういう話なんですが。でもなんかね、こういうなんかちゃんとリベラルなことを言うアーティストの人とね、コラボしてくれるのは良いことだなというふうに思います。はい。青桐高校はあんまり見てないな。あと、かなり最近の話題だと、コロさんに対するカバー社の対応がひどい。そうなんですか。そっちも話題になってるんだ。
でもなんか2人目、3人目がありそうですよね。これ、あばれさんの話は。今だと全く憶測の域なんで、全く何も確定的なこと言えないですけど、次にまたね、卒業する人とか出ちゃったらどうすんのかなと思います。ライオットそう、とてもいい曲なんでね、ぜひとも聴いてみてください。はい。で、ちなみに春眠りさんに関しましてはですね、この前私もライブ見に行ってきましたが、コラプトメトスというですね、フルアルバムの方が今発売中でございますので、後でリンク貼っときますので、よかったら聞いてください。で、ファルカさんって、これも思い出したんだけど、サンボマスターの大ファンで、悲しみで花が咲くものかをこれ全力で歌ったりしてんですよね、お誕生日会で。これはもしかしてワンチャン仲間の可能性があるのでっていや、なんかごめんなさい。オマルポルカさんのファンの方刺さないでほしいんですけどでもちゃんとね、サンボマスターのライブを完全再現してて、愛と平和のところのコールもするし、ラブ&ピースのコールもちゃんとしてるんですよ。で、なんか片方だけだったら偶然で済ますけれど、偶然でとしか言いようがないし、私はただの陰謀論者になってしまうかもしれないですけど、春眠りとサンボマスターって組み合わせなかなかないですよね。ネトウヨだったら絶対この2つをチョイスしないのではないかという、気がしてならないのですが、まあカラスマラジオはオマルポルカさんを応援しております。はい。名乗り出れない方で搾取されてる人はもっといそうですね。そうですね。だからでもこういうしっかりしてる人の、なんかしっかりしてそうな人の方がなんか内面とそのなんだろう、現実のギャップに苦しんでたりとか実際するのかなと思うとちょっと厳しいですよね。なんかファン層もやっぱりそういう人たちが多いと思うし、まああまりね、だから労働組合活動とかに理解のあるファンがいないってなると、なんか厳しいなというですね。なんか今回の件をきっかけにですね、労働者の権利というものが大事だということをですね、皆さんに認識してほしいなと思ってこの配信をしております。はい。まあ私一人が言ったところでどうなんだという感じではあるんですけど。ということでですね。何度見ても読めません。あ、名前がお名前はですね、こっちかな。エコーラプトメノスです。エコーラプトメノスでいいと思います。私、発音が良くないので、なんか読み方いつも間違えるんですけどはい。犬神コロネは初期の無許諾ゲーム配信で炎上しましたね。そうですね。それはなんとなく覚えてる。そこはまあ、それもね、なんか事務所がちゃんとマネジメントしてれば済んだ話だと思うし、初期はそういうの多かったですよね。ブルーハーツを歌う参政党支持者とは違うと思いたい。でもそこな、ブルーハーツはな、参政党を歌ってるからな、そこなんだよな。意味わからずに歌ってる人いますからね。世の中には。お前らはブルーハーツに触るなとしか言いようがなかったですけどね。いや、なんで青空歌ったんでしょうね、あいつ。いや、今でも思い出しても腹立つんですけど、参政党の支持者でね、ブルーハーツを歌いやがったやつがいるんですよ。ふざけるなと言いたい。本当に。お前がブルーハーを歌うなっていう。春眠りは自分が一番好きなブルーハーブと対マンしてた。それ行きたかったっすね。ライバーにデビュー前に気をつけるべきことを教えるのが怪しい事務所。いや、怪しいですよ。だって2時3時もそうだし、ホロライブもちゃんとそういう研修してないでしょ、おそらく。だから2大事務所でそのレベル上場してる2大事務所でそのレベルなんだからね、他の小さい事務所なんて押して知るべしですよね。だから個人の人たちとほとんど変わんないと思いますよ。まあでもそうですね、左派の霊障に染まってなさそうな人がね、ちゃんとこういうプラカを作ってくれたというのはですね、なんか嬉しい衝撃でしたね。はい。みんなやめるのやめろってね、掲げるのがいいと思いますよ。まあなんかこれなんかネーションムーブ的に乗っかってる人もいいのかなと思うとちょっと複雑な気持ちだし、それぞれの思想とかはね、多分全く共通性はないと思うんだけど、はい。ですね。でも、労働者の権利って本当大事ですからね。だから皆さんも自分を守るためにやっぱりね、アイドルタレントのね、にもちゃんと権利があるので、そこは本当言わなきゃいけないと思いますよね。そうですね。セックスワーカーの権利も大事です。銀英で好きなネットを珍しくないしそう。なんかね、矛盾した思想を支持するネット欲の人ってたまに存在するからね、ちょっと油断ならないところはあるんですよね。なんでブルーハーツと銀英伝が好きでそうなるんだよみたいなね。
ただのそう、先週バンドとして消費してるだけだとね、まあそういうファンはいるんでしょうね。残念ですけどね。銀エーゼン付きネトウヨヤンウェンリー大好き説。いや、なんでヤンウェンリーがよりによって好きなのっていう、自己認識ヤンウェンリーなの君たちっていう。ちなみに銀河英雄伝説っていうアニメに出てくるですね、民主主義者の偉い人です。はい。主人公の一人なんですけど、ヤンウェンリーって。いや、だから絶対ネット右翼とはね、相入れない存在のはずなんだけどね。おかしいよ。高市さんありがとうでも、高市さんありがとうでもそんなのやるの？そう、権利は大事ですよ。義務と引き換えに手に入れるものじゃないですからね。そう。いや、ゲゲゲの謎好きな杉田美桜も本当嫌なんですよね。あいつがゲゲゲの謎好きだと認めたくないんですけど、今でも。お前ゲゲゲの何を見てたんだよって。ストーリーを見て何も思わなかったのかと言いたいんですけど、でも多分何も思わなかったんでしょうね。やっぱエンタメになってしまうと、エンタメとしてだけ消費しちゃうっていう人が、まあ世の中にはね、それなりに存在しているので、湯浅忠夫が本当だ、ポストしてる。ちょっとごめんなさい。衝撃的な映像が出るかもしれないですけど、こいつね、この人ね、私、ブルーバッジつけてるから、配信を収益化してることに気づいたので、ブロックしてるんですよ、私。ツイッターだと。なので、久々に顔を見ましたが、まあ、参政党の湯浅忠夫さんですね。高市さん来首相ありがとうデモを開催します。このデモは何かに反対するデモではなく、高市さんを応援することを目的としています。高市首相を応援していくことは私たち日本人を応援していくことです。いや、なんか来るところまで来てるな、この男。まあ、JICA 反対デモとかを主催してたのがこの湯浅ですね。はい。なんかもう参政党から入って行き着くところまで行ってしまった感がありますけれど。やっぱつれやさんこんからすです。キャプテンアメリカアイコンなのに全体主義者とかスーパーマンアイコンなのにミソですね。もうスーパーマンの最新映画見たのって言いたくなりますけどね。見てないだろって何も感じなかったって思いますけど。いや日産地さんもホロライブさんも一応名誉のために言っておくと、誹謗中傷とかからはちゃんと守ってると思いますよ。私は誹謗中傷のつもりでやってないのでね、バンしないでくださいという感じなんですけど、だからね、結構X とかで粘着してるやつに対しては訴訟を起こしたりとかしてるみたいなんで、そういう動きは大事だと思います。それは大事だと思うんだけど、ただね、結果的にね、やっぱりね、内部の事情で潰しちゃったらね、意味ないので、はい。ランダムというかロボットを戦争で描くとどうしても戦争や兵器がかっこよく見えてしまう。まあそのジレンマはね、富野さんも言ってましたよね。はい。だからどうしてもエンタメとしか捉えてないから、僕のね、アニメなんてみたいなことをね、おっしゃってた記憶はありますね。ガンダムにつきまとってるの常に問題ではありますよね。高市ありがとうでもって高市辞職するんですか？こいつやばいよ。うわー、湯浅忠夫っていう。湯浅忠夫ですね。検索したら湯浅ですよ、これ。どう見ても湯浅忠夫ですよね。まあ、JICA 反対デモとかね、参政党のなんちゃらデモみたいなのに参加してたおじさんですけども。いや、反社会デモなので警察は規制してください。いや、本当ね、警察規制すべきだと思いますよ、こういうデモは。っていうか、いい加減もうヘイトデモ取り締まった方がいいですよ。もう収集つかないでしょ。だし、カウンターの人たちだけでね、やってたらね、もうどうしようもないですから、何のためにね、国家が暴力をね、占有してるのかっていう話ですよね。だから反社会的な勢力とか犯罪者みたいなのを取り締まるのが目的なんじゃないですかっていう。はい。JICA でも垂れ流しといて、実は裏で JICA と取引してたことで有名な岩佐さんじゃんっていうですね。そうですね。個人的なビジネスをやってたらしいですね。中身がない。何のための応援なのか、勝手な発言で国益を害してる時点で応援してる意味がないです。そうですね。ストーカー被害で、辞められた二次三次の鈴原ルルさんですよね。5年ぶりに復活されるそうです。おめでとうございます。そういうのはね、なんかね、めでたいですよね。私なんかね、二次三次ファンの人たちから嫌われてる可能性があるんですけど、そういう復帰とかはね、なんかどんどん行っていけばいいんじゃないかなと思いますね。
そうですね。やっぱアムロがね、偶然ロボットに乗って大活躍みたいなのはファンタジーですからね。それはやっぱ少年兵を肯定しかねないので、まあ、それはね、富野先生も分かっているからこそ、まあ、やってね、自分の作品とか批判的に言ってらっしゃるんでしょうね。湯浅忠夫にはブロックされています、ロシアの手先。湯浅って自分からブロックするんだ。さすがに私はブロックはされなかったな。何回か批判したけど、でもあまりにもね、ひどいしね、なんかその、出祭りでバズってお金稼いでたのを見ちゃったので、もうブロックしましたね、こっちから。はい。稼ぐなと思って。うん。そう。でも反省思想が盛り込まれてるんだけど、そう、ガンダムのね、反省思想が受け入れられなかったっていうのは、富野さんは公開しながら結構言ってらっしゃったりしますよね。そう。それがファンがどのように重要してしまうかっていう問題なんですよね。そう、00とかね、いろんな派生作品とかでもですね、そういうのをちゃんと書いてるんですけどね。だからやっぱガンダムのメッセージもなかなか伝わってないのかなという気がしますね。相手はキャプテンアメリカのグッズを携えておきながらポリコレを鼻で笑ってた映画ファンとナンバーパークシベラはエレベーターに遭遇してしまったって具体的な場所がありがとうございますいや、でもそれはひどいな。鈴原さんは別名義で活動してたのか。ありがとうございます。復帰できるってことは今度は守るっていう体制と自信があるんだろうかなと思うし、そういうアピールでもあるんだろうなと思います。そうですね、誹謗中傷に対してはね、ホロライブさんも、日産にさんもちゃんとやってらっしゃるんじゃないかと思います。そこはね、素晴らしいことだと思うので、今後も継続していただきたいなと、何目線だよって感じですけども、言いたいんですけど、まあ、ただね、やっぱりこういう問題がですね、起きてくるので、労働者はですね、バンコクの労働者は団結してですね、このような状態にならないように、まあ特にね、天音さんの場合、やっぱり性格的なものもあったのかもわかんないですけどもね、周囲に相談できなかったと、まあ秘密保持契約もあってね、ほとんど相談できないまま自分で思い詰めてしまったというようなこともおっしゃられてましたので、まあこういうね、タレントさんを守るためにですね、いろいろやってほしいなと思います。はい。まあ、労使両方がやっぱ動かなきゃダメかなと思いますね。ロシアの手先って湯浅のこと書いたら秒でブロックされる図星だったんだ言っとくけど、その、参政党とかの、湯浅忠夫さん、ちょっとね、まあ、ここからフリートークやりますか。大体話は終わったので。参政党とか、この参政党支持者の湯浅忠夫さんがロシアの手先だというのは、それはね、クレムリンから操られてるって意味じゃないですよ。それ言ったら陰謀論ですよ。それ言ったら陰謀論だけども、私がマヤさんが言いたいのは、その、ロシアの、その自動化ボットが、こういう人たちをリポストして、エンゲージメントを稼いでるっていう事実ですよね。それいろんな研究所が言ってるので事実だと思いますよ。もちろんアメリカ製のボットとかもあるんだと思いますけどね。でもアメリカのボットにしろロシアのボットにしろやっぱり極右的な意見が日本で人気があることに対して利益を得ることができるので、まあそれはね、極右をリポストするわなという話ですよね。はい。ネトフリの戦争の復讐のレクイエムというガンダム作品で少年兵を戦争で描いた。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。ガンダムもっと見なきゃな。宮崎駿さんもね、やっぱ苦悩があったらしいですね。あの人なんだかんだ言ってね、もともと共産党で、気骨ある左翼の人なので、はい。ただのね、軍事オタクの人じゃないんですけど、まあそう捉えられがちな人でもありますよね。はい。相手がザクなら人間じゃないんだ的、的が小さいから当てにくいと解釈する連中に正しく物事を伝えるのはな。いやでもやっぱりエンタメだと思っちゃうともうそれ以外認知できなくなるから、エンタメなんだけどね、エンタメだけじゃないんだよっていうことを分かってもらうためには、そのご本人たちのね、いろんな考えとか、その勉強が必要な領域だと思うので、それガンダムだけにやらせるのはちょっと難しいですよね。エンターテイナーの仕事の領域を超えてるんじゃないかということなので、復讐のレクイエムこれですね。ありがとうございます。まあ、ホタルの墓でさえ自己責任で曲解したりしますからね。あそこまで露骨に書いといて曲解されるんだったらどうしたらいいんだよって感じしますよね。はい。
まあそうですね。だからタクシードライバーの有名なね、先行のハサウェイのね、セリフが正しい、あるシーンがあるんですけれども、それが正しいみたいなことを言われてしまうとね、それはテロに走りたくなったりはするよな、みたいなね。ハサウェイ見てない人は何とやらという感じだと思いますけどね、ガンダムの先行のハサウェイという作品も面白いです。はい。ホタルの墓については中岡源なら生き残れる論とか出てきてますが、源は比較対象なんです。中岡源、私、裸足の源大好きなんで言いますけれどもね、中岡源さんのバイタリティはあれは異様ですからね。あんな強靭な人間おらんやろっていうレベルですからね。まあ実際のもちろんね、誇張も入ってるから当然だとは思うんですけど。だからやっぱりアムロもそうだけど、フィクションとして楽しんでいいところと悪いところっていうのをちゃんと分けないといけないのかなと思いますね。はい。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ケイトさん、コーカラスです。来ていただいてありがとうございます。はい、超人の偉業を参考にしてはなりませんね。はい。それでですね、ハサウェイ本人もそれはテロなんて間違ってるかもしれないですけど、だったらどうしたらいいんだよっていうですね。それ言いたくなるよね。あれ、ハサウェイの続きが来年の1月か。ついに続きやるんすね。いや、なんか、あれだな。前回の内容だいぶ忘れてるから思い出してのにもう一回見ようかな。先行のハサウェイ、キルケの魔女。まあこれ2作目なんですけど、続編が来年1月30日にやるそうでございます。私は見たいなと思ってます。まあ前作が割と好きだったので、はい。ということでですね、まあテロリストと言われる主人公ハサウェイさんの物語ですけど、まあガンダムに興味ある人はですね、1作目ではね、割とガンダムの知識なくても普通に入れると思うのでですね、まあちょっとチェックしてみてもいいかもしれません。はい、テロとかについての話です。広角機動隊に世の中に不満があるなら自分も変えるも作品全体のアンチテーゼなのに額面通り受け取ってる人が本当あれで、あれほど曲解されてるセリフないですよね。批判的に書かれてんのに原作読んでないだろお前らっていうひどいよな。ズートピア2ちょっと見てないですけど、そうですね。割と好評ですね。良かったです。なんかまた炎上したらね、変なことになっちゃうからね。まあ、ズートピアは1からして名作なのでね。いやーまあなんかハリウッドがなんか欺瞞的に見えてしまうのは最近の正直な私のあれなん感覚なんですけど、まあそれでもああいうのないよりマシですからね。仮面ライダーブラックサンでも最後は差別に対しての抵抗として闘争を選びますが、それはそうなるしかないよと思いますよね。いや、そうですよ。追い詰められて、まあ、ハマスじゃないですけど、まあ、最後に手段がなくなった時にね、武装抵抗を選ぶという話の筋立てなので、だからテロを悪として書いてるわけじゃないんですよね。だからそこを誤解してる人が非常に多いと思うんですけど、はい。私の弦はまだ怒っているわ。先々週見てきました。鑑定筋が。なんか鑑定がなんか言ってるんですかあれ。テロについてならむしろガンダム00の方がおすすめです。セカンドシーズンはカタロンという政府からテロ組織認定される反世界政府と検討するのでということで、ありがとうございます。ありがとうございます。まあなんかね、なんかガンダムがね、やっぱりこれだけ人気だし、皆さん結構見てらっしゃるし、なんだ、これだけ世の中にね、コンテンツとして愛されているのにね、なんか、やっぱりエンタメ次元でしか愛されてなくて、実際、なんて言うんですかね、世の中を変えるわけにはいけないとか、変えなきゃいけないとか、そういうメッセージ性の次元になるとね、あんまり受け入れられてないっていうのがちょっと悲しいですよね。はい、00はこちらですね。リンクは後でまとめておきます。アニメも死神では小説版は来ましたし、富野は決して無敵の存在としては書いてないですけどね。広角機動隊の原作と言われると漫画の方になっちゃうのでアニメ版でのセリフ。そっか、ごめんなさい。そうですね。広角も、例の、自分の変えろといううんぬんというセリフはアニメ版の方でございますね。はい。
まあ、アニメ版にしろ、まあ原作にしろそうだけども、広角機動隊に関してはただ主人公が公安なので、まあその時点でちょっとその右寄りの作品かといえば右寄りの作品なんだけど、でも別にそういうなんかネトウヨの人たちが好んでるメッセージを発してるわけだけではないというところは言ってますね。はい。言われてますよね。ワーナーブラザーズなんかネットフリックスに回収されるらしいですね。いや、どうなるんでしょうね。いい方向に行けばいいけど、なんかネットフリが全てを支配するのもそれはそれで嫌だなという気がするんですけどね。はい。今、アドルフに次ぐを読み直しています。日本がやばくなっているので、以前と見え方が全く違いますと。でも今なんか手塚の発散の反戦漫画とか読んだ方がいいような雰囲気になってきましたよね。はい。多分多くの視聴者はキャラクターの関係性でとかで終わってる。なるほど。まあキャラ消費ですよね。キャラ消費で終わっちゃってる人が多いのかな。ヘイトデモのカウンターをやってると一瞬暴力でデモと思ってしまうこともありますが、このレベルで暴力使ったらおしまい。そうですね。それだと逮捕されちゃいますからね。うん。あれは公務員のセリフと思えばただのポジショントークです。そもそも広角機動隊の漫画版とアニメ版はだいぶ内容が違うんですね。はい。すいません。私漫画版ちゃんと読んでないので詳しく言えなかったりしたんですが、ワーナーブラザーズは今年の作品が豊作だった時にこうなるとはですね、今年、スーパーマンワンバトルバスターアナザー。なるほど。そっか、積み人たちもそうですもんね。ワーナーですもんね。安定式の、そうだ、その話しましょう。はい。ですね。まあ今ね、話振ってくださったのでありがとうございます。そうだ、この話もしようと思ってたんですけど、なんかとんでもねえ発言がまた飛び出しまして、まあ政治の話に行きますか。核保有発言をしたものが、なんか政府高官がですね、オフレコで発言したということが報じられてまして、なんか大変な騒ぎになっております。政府高官が日本は核兵器を保有すべきだなどと発言したことを受け、野党は19日高市早苗首相に当該人物の罷免を要求した。高市の辞任を要求すべきじゃないかってこれ思うんですけど、持たず作らず持ち込ませずの非核三原則を維持する姿勢を強調。世論の反応も見極めつつ沈静化を目指すと言ってるんですけど、いや沈静化目指さなくていいからお前ら全員クビだよもう。いや、野田さんがようやくね、まあ、辞職して当然だみたいなことを言ったんですけど、もっと踏み込んでいいと思いますよね。高市内閣総辞職ものでしょう、これは。公明党の斉藤さんも基本野田さんと同じコメントしてて罷免に値するって言ってるんですけど、本人を罷免して済む問題なんですかね、これ。だから、非核三原則という国是をよりによって今、日中関係がこうなっている時に、言い放った者がいるっていうことですよね。で、これが高市さんのブレーンやってるんだったらもう罷免で済む問題じゃなくないですか。だから全員総辞職してもらわないと話が通らないんじゃないかと私は思います。まあ次回の配信で詳しくやろうかなとも思ってますけど。まあ言うだろうなとは思ってましたよ、本当に。いや、でも本当に言うかっていう。しかもまたね、そう、ついでに、今ちょっと今回出さないけど、萩生田さんが台湾行くみたいなことも言ってんですけど、マジでやめてくれって思いますよね。どこまでその挑発するのって本当になんか、ね、それこそまたレーダー照射とかミサイルとかやってほしいのって思いますよね。いやー、ほんと勘弁してよですよね。高市政権が核保有に言及できる雰囲気だということ自体が問題。いや、その通りですよ。だから高市じゃなかったら飛び出さなかったでしょう。こんな発言いくらなんでも。石破さんの時にね、こういうことがあったかって思うとないですからね。はい。いや、ほんと日本滅亡 RTA ですよ、これ。ね、いきなり中国とそんなね、ことを構えるみたいなこと言われてもね、誰も望んでねえからっていう。自分から国際間の緊張を高めて防衛費増税っていうね。いや、でも結局ほんとそれがしたいだけじゃないかという気がしますよね。こういう中国から非常に強く言われる雰囲気を作り出しといて、防衛増税をね、27年からするみたいなことを言っている、ほざいているんですけども、それまでにお前の政権はないよと言いたいですね。本当に。ふざけるのもいい加減にしてほしい。
はい。そうですね。もうちょっとハサウェイのとかのね、私がガンダムの勉強した方がいいな。記憶がうろ覚えで喋ってるところがまだまだあるから。ガンダムについては戦闘シーンがかっこいいという気持ちはありますが、それと同じぐらい最終話で朽ち果てて乗り捨てられるガンダムも好きです。そうですね。やっぱり全体的に反戦メッセージある作品だと思うんですけどね。いや、野田さんほんとね、今こそ内閣不信任案出してほしいですね。いや、ほんと総辞職すべきですよ、今すげ。もう、今まで確かに総辞職のタイミングがね、わからないというか、今総辞職されると、下手に中国強硬派の世論を、引きつけたままですね、前、読売テレビの解説者の話とかしましたけれども、高市内閣の支持率が腐っても 60% ぐらいあるんですよ。だいぶ下がりましたけどね。80%とか言ってた時代から比べればだいぶ下がってるんですけど、今は 60% あるから、このまま、超タカ派内閣路線のままですね、総選挙されて勝ってしまわれるとやばいっていう、気持ちはわかるんですけど、でもこれはね、さすがに内閣総辞職しないとダメだと思うんですよね。いや、ほんと立憲民主党政権にしてくれよっていうですね、みんな持たないですよ、このまましてしまったら。はい。第三総選挙に打って出ないのは公明党が抜けて支持率がハリボテかもしれないことを恐れているのかな。でもその自民党の支持率はね、20% から 30% なんですよ。どの世論調査でも。大体そうですよ。だから、それ以上高い数値見たことないですね。だから、それ以上高い数字は、客観的に証明されてないんですよ。だから、高市効果でどれだけいけるかっていう賭けある意味、自民党の人たちにとっても賭けなんですよね。お前ら高市様がいなくなってもいいのかっていう脅しがね、国民に届くかどうかっていう話になるので、自民党は全然嫌われてるので、はい。別にね、評価が回復したわけではないと思います。椿さん、コンカラスです。なんかもう戦争起こるんだからさって雰囲気で進んでるのが怖いですね。いや、本当に怖いですね。やばいですよ、この内閣は本当に。本当に一線を越えてると思います。いや、だからね、高市さんがこれ以上大失敗すると、女性総理がね、またつくっていうことがさらに難しくなると思うのでね、早めにやめていただきたいですね、本当にそういう意味でもね。失敗を積み重ねないでほしいですね。はい。だからいっそやってしまえみたいなことを言い出しかねないのが本当怖いんですよね。はい。アークファイブはごめんなさい。なんか途中のネタしか知りません。申し訳ありません。見てないです。はい。V ガンダムとガンダム X とガンダム WO が明確に朽ち果てるガンダム書いてました。右翼として見ても一体どうやって核を持つんでしょうか。そもそも持てても管理がずさんで核を誤爆して日本列島が半分ぐらい焼け野原になりそうですというですね。お恥ずかしながらね、私も昔はね、核保有したらどうなるんだろうみたいなことをね、偉そうに考えてた時間もあったんですけど、こんなね、原発大国のね、しかもね、隣に中国を要する日本で、NPT とか全て脱退しなきゃいけないじゃないですか。だから現実的に考えて無理ですよね。事実上憲法改正するのと変わらないと思いますし、なんでしょうね。ロシアとかね、中国に対する関係性も考えても、ありえないと思いますよね。核シェアリングしただけでもね、大変なことになるでしょうから。もちろんね、核実験するような土地もないですからね。口当てた主役といえば太陽の牙ダグラム。曖昧的戦略が下手な高市政権。だからなんかね、はっきりしたいのかなっていう気持ちありますよね。今までの曖昧戦略をなんか全て捨て去ってるような雰囲気があるかなと思うんですけども、そう。でもね、蛍の墓でも描かれてましたけど、そうですよ。疎開できるのって金持ちだけですからね。蛍の墓でね、これ有名なシーンだからね、言ってもいいと思うんですけど、一番ね、印象的だって言われてるのはね、みんな、主人公たちが死んでしまった後に、その金持ちだけがね、疎開した田舎から帰ってくるんですよね。そう。だからね、疎開とかもね、できるのはね、そういう豊かな人間だけで、貧しい人たちは結局死んでいくんですよ。はい。
イスラエルはイランに攻撃し、核抑止論は虚構でしかないと証明した。そうですね。まあ、イランはね、なんか、思ったより、まあ、ヘナチョコだったわけですけど、まあ、イランはね、だから、そのアメリカのバックがあって、まあ、イスラエルほどの強大なね、イスラエルもまあ、核を密かに保有してるのはほぼ間違いないと言われてますけれども、イスラエルのようなね、強大な軍事力があれば、その核兵器を持っていても何の安全保障にもならないっていうことをイランは証明しましたよね。うん。だから弱小国家が持ってたってダメなんですよ。イラン弱しと思われたらね、あれぐらいやられるわけじゃないですか。アーク5は一応戦略戦争の話だったり、格差社会の話だったりして、特に格差社会の話であるシンクロ次元編に対して革命反権力運動の描写解釈について知り合いといろいろ話したりしました。へえ、なるほど。そうなんだ。ありがとうございます。遊戯王もな、遊戯王の原作者はね、高橋先生は素晴らしい方でしたが、はい。未来がね、ダークディメンジョンにどんどん突入してる感じがして怖いんですけどね。そう、ジブリ作品もね、多様な、そうで、さらっと描写することでね、奥深さが生まれてるし、まあ、蛍の墓はね、露骨に反戦メッセージの作品だから、あれを見てね、反戦がわからないっていうのはね、よくわからないんですけど、でもあれ見ても何個か何も感じない人もいるんですよね。そう。そう、羽生の宿がそう流れるんですよね。いやー、ほんと残酷ですよね。白洲二郎などは戦争が始まる前から日本が勝てるわけないし、食料が足りなくなって東京も空爆されるからと職を辞して早々と田舎に土地をと家を買って逃げて難を逃れましたと。白洲二郎ほんとずるいよね、あいつ。あいつはね、まあそういう、まあプリンシプルのない日本とか偉そうな本読んだ、書いた人間がいるんですけど、私読みましたね。読んだ当時は結構感心してたんだけどな、まあほんとずるいんですよ。その後は結局 CIA に協力しますからね。そういう日本人多かったんですよね。インテリで、なんか権力を持ったり、まあお金を持ってる人間ほど、まあうまいこと逃げて戦後も権力を持ってるんですよね。はい。正直かつストレートに言った方がかっこいいと思ってる節が、いやー、でもありそうですよね。本当にそれだけなんじゃないかなっていう気がする。なんかね、ネトウヨ内閣ですよね、本当に。言っちゃダメなことは言っちゃダメなんですってばっていうですね。はい。ですね。アークは今までのキャラも出てて、スターシステムを採用してる。ああ、なるほど。過去キャラもいろいろそうだ、出てたって言ってましたもんね。ありがとうございます。そう、なんかね、太平洋戦争が始まってすっきりしましたみたいな話がね、この前ノートで読んだけど、はい。なんかな、そういうこと考えてんのかな。半藤和俊の東京大空襲体験談は読んだ方がいいです。隅田川とかに死人が山ほど浮かんでいるのを見たとか生々しく書いてるのでですね。半藤さん先生なんかね、本当で、歴史の商人みたいなもう亡くなっちゃいましたけれどもね、人だったんですよね。だから、全然思想的に左翼では全くないんですけど、だからああいう歴史家みたいな人たちがね、やっぱりどんどんいなくなってしまってるっていうのがね、この世を去ってしまってるのがね、ちょっと今の雰囲気を作ってるのかなと思いますよね。あ、しこめチャンネルさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。あつこめありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。しらす二郎な。いや、ほんとね、いや、しらすの言ってること確かに正しいんだけど、そう、イギリス貴族に憧れるならノブレス・オブリージュやれよとかね、そう、ツッコミどころ満載なんですよね、自分の行動を鑑みると。その後 CIA に協力してるからね。何なんだこいつっていうですね。いや、ほんとずるいんだよな。未来は暗黒次元ってで、ザ・ダークサイド・オブ・ディメンジョンズ。そっか、周年記念映画のタイトルと被ってた。っていうか、記念映画のね、遊戯王のね、サブタイトルから撮ってたんだ。ありがとうございます。ネタがわからない方のために説明しますとですね、遊戯王というですね、漫画があったんですけれども、面白い漫画があったんですけどね、この人、ジョジョの大ファンでも有名だったんですけど、
この人ですね、安倍政権の時代にこういうイラストを描いてですね、すごい炎上して叩かれてたんですよね。セリフがですね、今の売国政権で日本の未来は大丈夫かと思うか、やばいって、本当日本に住みつらくなってしまった独裁政権に未来はダークディメンジョンというですね今考えるとね、120% 正しいことをですね、高橋先生は主張なされていたんですけれども、まあ、この後ですね、事故で亡くなられてしまいまして、で、その亡くなり方もなんか、すごい、象徴的というか、なんというかで、沖縄にスキューバダイビングに行かれてたんですけど、その時にですね、アメリカ人の少女が溺れているのを見つけて、その人を助けようとしたんですよね。で、アメリカ軍人と一緒に助けたんですけど、アメリカ軍人は生き残って、高橋先生だけが亡くなっちゃったんですよ。はい。本当惜しい方を亡くしてしまったなと思うんですが、はい。なんかなぁ。だからそういうなんか正義の人が次々とね、他界されてしまって、未来がダークディメンジョンだなと思ってます。ロシアさんのガンダム語りを聞いていると、ワンバトルアナザーやズートピア2など今年の映画はエンタメとしては文句なしに面白かったですが、社会問題に対する姿勢というか気骨が物足りないと思いました。あ、そうなんだ。ありがとうございます。ワンバトルアフターアナザーですね。太平洋戦争開戦時の日記、有名人がすっきりした晴れ晴れとしてと書いて、書いてましたね。どこだったっけな。ちょっと後でノート探してみますわ。そう。そうなんですよ。太平洋戦争開戦した時ね、日本人みんなすっきりしてんですよね。気持ち悪いですよね、本当に。何がそんな鬱屈してたのっていうね。まあだからいろいろその満州とかで面白くないことが続いていて、そのタカ派の雰囲気の中でさらに開戦するっていうのが、当時の人たちが支持したっていうふうに言われてるんですけどね。遊戯王 5Ds はそうですね、貧困層出身、孤児前科持ちでですね、格差社会でしたよね。満足するしかねえってやつですね。はい。5Ds は好きでした。遊戯王セブンスも大人から子供へデュエルを取り戻すというテーマで序盤を展開されてました。へえ。なんか高橋先生のマインドは生きてるな。よかった。すいません。遊戯王アニメ終わらなくなっちゃってて申し訳ないんですけど。そう。日本のね、だからね、半藤先生そんなこと言ってたんだ。でもな、まあ日本の未来に失望しちゃうのはしょうがないかもしれないですけどね。でも我々はそれじゃダメですよね。はい。僕の父なんかは白洲二郎に憧れているんです。全然大好きで田舎暮らしに憧れていて、学生の相手するとか疲れるとかも焼いているので。だからまあ、ああいうのがね、だから、昔の男性の憧れだったのは確かにそうだったんでしょうけどね。でもダメだと思いますよね。マッチョイズムですよね。そう、遊戯王の作者の方でめちゃめちゃこの絵で叩かれていたんですよ。おかしいですよね。彼が何したっていうの、ダークディメンジョンで正しかったでしょっていう。はい。普通に正しいじゃないですか。どこが攻撃的なんですかね。政治とエンタメは地続きですよね。だから今だったら全く評価違うと思うんですけどね。2019年の雰囲気だと本当ね、ひたすら叩かれてた記憶がありますよね。はい。加藤陽子先生のそれでも開戦当時の日記について書かれました。ネトウヨ的な霊障漫画を叩かれないっていうねたまになんか未だにそのなんか、テコンダーパクとかをなんか反差別の文脈で持ち出す人がたまにいらっしゃるんですけどね、あれ霊障漫画ですからね差別を肯定しているのでね、持ち出さない方がいいと思いますが、はい。当時の日本人の間には日本が植民地を持たざるを得ない国なのに広い土地を持つアメリカが中国の進出を邪魔してずるいという、なるほど、そういう意識が強かったんですね。グルメロックもどきみたいな人がなんかあちこち湧いてますよね。男性党の支持者は自分の空襲にあっても開戦したがりそう。そこまで言ってしまってるのかな。でもいや、気分はなんかもう戦争みたいな感じなんでしょうね。ちょっと今、信州戦争センターのノートを今探しているのですが、ちょっとごめんなさい、すぐ出てこなくて。
開戦した時にですね、だから本当日本はね、本当すっきりしたぜみたいなことをね、すげえ言ってる、紹介してる記事が確かあったんですけどね。はい。あった。ですね。これか。戦前の日本人がすっきりしたと感じた事例を振り返ると、いずれも孤立や戦争に突き進む道でしたということで、信州戦争資料センターさんって有名な、ノートとかでこういう歴史の話を書いてる方がいらっしゃるんですけど、以前のね、時事雑談でもご紹介したんですけどね、私は急激な感動の中で妙に静かに、ああこれでいい、これで大丈夫だと安堵の念が湧くのを覚えた。この開始された米英相手の戦争に予想のような重苦しさはちっとも感じられなかった。方向をはっきり与えられた喜び、弾むような身の軽さとかがあって不思議であった。作家伊藤誠。ラジオの前は人だかりだ。切羽詰まってたのが開戦と聞いてほっとしたということだ。喜劇役者。空来た、果たして来た、こっくりさんの予想と2日違いだ。体がキューッとなる感じで隣に立っている若坊を抱きしめたくなるぞ。表に出る。昨日までの神戸と別のような感じだ。と放送タレント。いやー、やばい。伊藤誠までこんなこと言ってたんだっていう。ゾッとしますよね、これ。なんかもうめちゃめちゃ開戦喜んでんですよ、当時の日本人の、しかも文化人の人たちが。もう戦争したくて仕方なくて、今まで我慢してたけど、我慢してたものが弾けて、いや最高だぜみたいな気分だったみたいですね。まあ、もちろんね、東国宮さんとかはですね皇族なんですけど、まあ、アメリカの外交暴力にかかって日米戦争に自ら突入してしまったみたいな冷静な意見を書かれてるんですけど、皇族がこれ書いてるのが本当おかしいんだよなもう、だから当時のね、いかに世論っていうのがねじれていたか分かりますよね。東国宮が、めちゃめちゃリベラル寄りなことを言ってですね、庶民とか、まあ、知識人、インテリと言われる人たちは、こういう感じだったっていうことですよね。はい。まあ、テコンダーバックこそネトウヨそのものですよね。そう。あれで、ネトウヨにしては差別に反対してるじゃないかみたいなこと言って褒める人もたまにいるんですけど、違いますからね。連勝こそがネトウヨですからね。はい。だから全てのものをバカにしてるから、ニヒリストですよね。はい。非常にタチが悪いと思います。遊戯王対会話も、過去を捨てる会話と地続きだという遊戯と示唆的であり対照的でしたね。はい。大変いいバトルでしたね。スブレロックは一人でも多いくらいなのにアシュがいるのかデコパカは読まなくていいです。ある程度大人になって知識がつくと、昔読んだ少年漫画の良い面では政治的メッセージ性とも、ある意味ではミソジニー的なものに気がつきますねと。そうですね、ナルトとかもちゃんと反差別のはあるんですよね。でもミソジニー強いですよねそう、そこにも気づいてしまいますよね。伊東市長選挙に出てた日本大和党の鈴木奈々子という自称漫画家がいたけど、その人なんか漫画描いてる実績がないとかなんか言われてた人ですよね。まあスルメロックみたいなのを書いてても不思議ではないうわー、古川ラッパっていう、だからなんかね、当時だから有名人の人とかがですね、次々とこういうメッセージ出してるの本当やばいですよね。で、東国宮成彦王だけが冷静な意見言ってるっていうなんだこれはっていう。だからね、徳川無生さんとかもね、弁士とか漫談家としてね、非常にご活躍された人だったらしいんですけど、なんかこんなコメントしてんのドン引きですよね知ってしまうとだからこういう庶民にね、すごく人気だった戦後も活躍したような、まあね、大衆作家であるとか芸術家みたいな人がめっちゃ喜んでるって、なんかハイデガーを思い出しますよね。ナチス最高みたいなことを言ってたっていうのがもう今見るとほんとドン引きなんですけど、でも当時のやっぱりそれが社会の雰囲気だったんでしょうね。はい。遊戯王は露骨な反戦要素とかはなかったと思いますよ。まあでもね、作者がそういう非常にリベラルな人だったので、それは反映されてると思います。少なからず。はい。遊戯王 5Ds がおすすめです。はい。
昔の名作漫画もミソジニー強いの多いですね。そうですね。なんかね、ほんと女性差別は当たり前みたいなのがね、特に少年向け漫画多いですからね。それは本当にね、やめてほしいというか、ようやく少し変わり始めたなと思いますけど。はい。西麻布の母さんはね、結構差別発言とかしてませんでしたっけ？あの人は霊障系ネトウヨだと思いますよ。だから反賛政党でね、すごい有名になった人とか結構、まあ、X は今いるんですけど、正体は右翼だったりするので、気をつけた方がいいと思います。はい。大体名作でも女性蔑視だったり、ステレオタイプな女性描写だったり、あと実在する政治家をモデルにしたキャラが麻雀で戦う。無駄相もなき改革も典型的あれレーション漫画で、あれ作者ね、どういうじゃなかったでしたっけ？小泉純一郎とかが麻雀で戦うやつですよね。まあ、ギャグ漫画としてはまあまあ面白かったけど、でも今となるとあれプーチンとかをかっこよく描いてたりしててね、まあ典型的なダメなそういう漫画っていう感じですよね。もう今読むと全然多分笑えないし面白くないと思います。はい。そう、北原白秋とかも国粋主義的な曲をいろいろ作ったりしてましたしね。はい。北原白秋だってヒトラー有言と褒めたたえる歌を作ってた。どんどん北原のやばいエピソードがいやでもなんか戦前の知識人ってほんとそういう人多いですよね。ドン引きなんだけどってあなた教科書に載ってた曲とか詩とかは何だったんですかっていう感じがしますけど、でもなんかな、やっぱり与謝野晶子とか萩原作太郎レベルの人でもね、そういうなんかね、開戦を喜ぶようなことを言ってたりするのでですね、もうやっぱりみんなそうなっちゃってたんだろうなと思いますよね。はい。海馬コーポレーションってもともと軍需でしたから、それをおもちゃの会社に変えた海馬って存在はかなり示唆的だと。なるほど。そういう見方できますね。ありがとうございます。海馬コーポレーションは遊戯王に存在する会社でございます。はい。幼女漫画でも女を守る白馬の騎士みたいな男がフェミニストっていうねさすがになんか最近のものだったらそこまで古い描写ってのあるのかな。私少女漫画あんまり知らないからあれなんですけどね。でも昔のは多かったでしょうね。ナルトは内幅だらが津田に見下していた、小田と見下していたけど、その後操られていただけなのが面白かったですねっていう確かにそう見るとなんかね、皮肉話が効いてたのかな。いや、極右はほんとね、こういう空気を作ろうとしてるんでしょうね。なんか開戦したいぞみたいな。いや、でもこれほんと載せられたらまずいですよ、絶対に。はい。ナルトは戦火にさらされないために国が大事という主張もあるが、ちゃんと矛盾も描写しているその象徴がイタチですと。なるほど。そうですね。ちゃんと外交関係みたいなのを書いてたのは良かったですよね。大人向けの描写だったと思いますね。少年漫画だけでなしに BL 漫画も昔はミソジニーがむき出しだったように思います。登場する女性キャラクターの描かれ方や扱いはかなりひどかったです。なるほど。ありがとうございます。BL もやっぱそうだったのか。まあ、目立つ元が絶望先生はそもそも作者がレッドウィークだと言われてるから出しませんがはい。そして大きな里の維持繁栄のために小さな里が犠牲になるという描写も、そうですね、ナルトはありましたよね。目立つもなき改革は本当に麻生太郎読んでたんだ。へえ。どうでもいいと。いや、どうでもいいってごめんなさい。煽ってるわけではなくて、いや、本当麻生太郎ってね、なんか、全然漫画好きじゃないですよね。漫画好きじゃなくて漫画をなんか適当にうまく利用しただけの人だと思うんですけれども、なんでそれがああいう扱いをされているんでしょうね。おかしいっすよね。はい。まあ一応リンク貼っとくか、なんか誹謗中傷だと言われたらですね、嫌なので、皆さんぜひ、誹謗中傷だという人はぜひ読んで確かめてください。本当にそういう漫画だから。無駄相もなき改革は擁護の余地ないと思いますよ。今読んだらもう、これは。私はね、序盤読んでるからわかる。プーチンが出てくるあたりまでは読んだから。はい。ですね。ナルトはめっちゃ長いですよ。72巻あります。幕張は喧嘩キャギョの作者。そうですね。幕張の作者は有名ですね。はい。
幕張私大っ嫌いだったんだよな。なんか嫌なものをあの漫画から感じていたんですけど、なんか直感が当たりましたね。いや、幕張ファンの方申し訳ないんだけど。あ、ゆうこさん、顔カラスです。知識人が開戦を喜んだのは知りませんでした。父は特に知識人ではないですが、終戦は喜んでいました。教師が1日にして態度が180度変わったからですと。だからやっぱり、裸足の弦に出てくる鮫島伝次郎って、開戦じゃない、終戦後にですね、180度態度が変わってリベラル知識人ぶり出したやつがいるんですけれども、そういう人がたくさんいたんでしょうね。はい。ナルトはアメリカのヒップホップに影響を与えてるんだ。へえ、ありがとうございます。その辺よく知らなかった。よく知らなかった。ごめんなさい。私もなんかヒップホップにわかだからな。シャーディが人としてなぜ争うのかという話もしてました。遊戯王の話ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。そもそも美獣のモデルが核兵器。なるほど、そうなんだ。なんかナルトごめんなさい。私ちゃんと社会派の読みをしてなかったので全然熱心に読んだファンじゃないのがバレバレですが、一応全部読んだんだけど、普通にね、楽しんで読んでましたけど、なんかあんまりそういうなんか深い読みをしてなかったので、ちょっと皆さんの読みが新鮮ですね。ありがとうございます。ナルトも表示しとこう。なんか無駄相もなき改革を表示して、ナルトを表示しないのはフェアでないような気がする。ナルトを全く知らない人申し訳ないですね。先ほどね、コメント欄でもありましたけど、めちゃくちゃ長いので、あまり、めちゃくちゃ長いし、ミソジニー的な描写もね、確かたくさんあったと思うのでね、あまり万人に私はお勧めできないのですが、そういう見方をすると確かに面白いなと思います。里と里の対立とかね、核兵器になぞらえられたそういうパワーの描写とかはね、確かに、思わせるところはあったなと思います。はい。海外では忍者侍みたいな文脈でね、割と人気なのですが、はい。ですね。興味ある人はチェックしてみてもいいかもしれません。ナルトは海外の格闘家でも好きな人多い。よかった。海外の人気やばいですよね、ナルトは本当に。もう、忍者侍のとこから入って、もう、ストーリーにもうハマりにハマって、ナルトは最高ですって、人生ですみたいなこと言ってる人を結構見かけるんですけど、鬼滅の刃よりやっぱ熱強いファン多いと思いますよね。はい。やっぱりジャパンテイストが受けたっていうところはあるんでしょうけど、はい。絵柄とかもね、アメリカ人受けしそうな感じではあるのでですね、はい。ナルトをヒップホップで調べるといろいろ記事が出てきますということで、ありがとうございます。チェックしてみます。確かに美獣の扱い、美獣っていうね、そういう魔獣がいるんですよ。で、ナルトの体内に封印されてるんですよね。その最強の一体っていうのが。で、だから、ナルトの存在が危険だっていうことで差別されたりとか、いろいろ迫害されたりとか、そういう描写もあるんですけれども、そこでの扱いは最後までとても面白かったと思いますね。本当だ。ナルトのサスケをモチーフにした曲とか作ってる人がいる。ありがとうございます。すげえな。ラップカルチャーにも影響を与えてるんですね。はい。ナルトに登場するサスケをモチーフにした新曲、サスケが配信中ですと。上田美月さん、コンカラスです。ブルーバードもナルトの曲か。はい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 。美獣は動物をモチーフにしてるけどですね、霊獣という存在でございましてなんかきちんと説明できない。申し訳ないけど結構複雑な設定があります。封印されたりされなかったり。ですね、私はジャンプ漫画を一切通らずに中学高校と何をして生きてきたんだろう。いやでも暮らし方によっては生活感によってはなんかあまりジャンプに触れないで生きていくこともできるんじゃないですか。なんか私はね、なんだっけ、いつぐらいだったかな、すげえ遅かったんですよね、ジャンプ漫画読み始めたの。小学6年生とかになんか年バレそうであれなんだけど、なるまでですね、ジャンプ読んだことなかったんですよ。だからね、お前ジャンプ読んだことないのってめっちゃ驚かれて、その時引っ越したりとかいろいろあってね、ジャンプ、周りに影響されて読むようになったんですけど、はい。そうですね、ナルトのオープニングテーマだった、生き物係のブルーバードはそうですね、ナルトのオープニングテーマでしたね。はい、ありがとうございます。
ミソジニー的なところ、ナルト初期は多いですが、第2部からはかなり減ってきてると思います。サソリサクラ、チヨバーはかなりフェミニズム的な描写もあったと思いますと。そうですね。なんかだんだん女性ヒロインの扱いも良くなってったような記憶はありますね。ごめんなさい。全然ナルトマリアだったらよかったんだけど。ちゃんと熱心に読んでないのがバレバレですね。いや、読んではいますよ。読んではいますけど、ちゃんとやめてくれ、実は俺に聞くとかの元ネタも読んでいるんですけれども、もう内容がだいぶ忘れていますね。申し訳ない。美女は力の塊という設定で、これで各国の緊張を保つという鍵付けで、立て付けで、ただコントロールするのに各国宿泊している。そうですね。ありがとうございます。江戸川ポーさん、わかりやすい説明ありがとうございます。その通りでございます。はい。力による緊張関係っていうのがあるんですよね。そう。それが背景にあって、まあ、それがね、個人に宿されてしまってるっていうのがポイントになってくるところですよね。はい。私も最近はね、漫画あんまり読めなくなりましたね。忙しくて、なかなか。ナルトは友達が見てたり、子供の頃公共の施設にあったのをかいつまんで読んだぐらいなので多少わかりますがということですね。だからね、私もだから、割とそういうナルトとかね、有名な作品も途中から慌てて一巻を読んだとか、そういうことが多かったんですよ。何しろね、幼少期全くジャンプ漫画読んでなかったから、はい。全然ね、知らなくって、ドラゴンボールすら読んだことなかったんですよね。はい。ミーガン・ザ・スタリオンはセーリアムーンにインスパイアされた衣装に登場して、ヒーローアカデミアの衣装でも登場するコスプレイヤーじゃん。向こうのラッパーの人すごいな。カニエ・ウェストにはあんまりコラボしてほしくないけれども、まあでもこういうのはなんだかんだ言って嬉しいですね。向こうのラッパーさんに受け入れられていたりするんですね。ありがとうございます。裸足の弦もジャンプでした。私は連載中に床屋の待合室でちょっとだけ呼びました。そう、裸足の弦も当初はジャンプで連載してたんですよね。それ後で知りました。ちなみに私、裸足の弦は小3か小2ぐらいの時に読んでますね。だから、ジャンプ漫画を読む前に裸足の弦を読んでいるという。岸本氏は桜を醜いとして描写していたようですが、ミソジニー描写はひどい。ああ、そうなんだ。でも最初は確かにそんな感じでしたよね。桜ってヒロインなんですけど、扱いがひどいんですよ。なんでこんな扱い悪いんだ、この子って思って、作者に嫌われてんのかなっていう、この左の子ですけれども、当時思ってたぐらいのレベルだったんですけどね、ヒロインでね、可愛らしいデザインなのになんかね、扱いがすごく悪かったんですよね。でもだんだんなんかストーリー上の役割が、ちなみに右がサスケですね。だんだんまあ、サスケとナルトとの関係で、まあ、掘り下げられていくにつれて扱いがだんだん良くなってった記憶はあります。はい。未だにカムイ伝最高傑作だと思います。まあ、カムイ伝がこういう作品の全部の元ネタですからね。はい。子供の頃ナルトめっちゃ好きでした。お色気の術とか初期の桜の描写はミソジニスティックでしたが、徐々にマシになりましたね。イタチとか進撃のライナーとか国とか制度の矛盾されたキャラクターの苦悩好きって。裸足の弦をリアルタイムで読んだわけではさすがにないですが、私。リアルタイムで読んだ方いらっしゃるのかな。ありがとうございます。そうか。リアルタイムで読んだ方いらっしゃいましたね。ありがとうございます。素晴らしいですね。はい。だからですね、私は、ね、もちろんリアルタイムでしたわけではないですけれども、裸足の弦をね、だから幼少期に読んで、なんかジャンプ漫画ってね、ああいうもんなのかなというふうに思っていたからね、なんかね、普通のジャンプ漫画ってこういう感じなんだと思ってね、衝撃を受けた記憶がありますね。あんな重々しい感じじゃないんだと思って。はい。そう、カニエ・ウェストもなんか漫画とかアニメとか好きらしいですね。私はまあカニエ嫌いなので、あまり歓迎しないですが。ね、カニエなんてああなっちゃったのかな本当に。まあ昔からね、ちょっとそういうところ、問題のあるところはたくさんあったんですけどね、もう最近はひどすぎて見てられないですね。ちょっと。まあいいんだけど。ワンピといえば反権力だけど良い王様に着地しちゃうよねみたいなことを言われてるイメージありますけど、あれはでもまだわかんなくないですか。いよいよ佳境になってきましたよね。なんかもうリアルタイムで今だからジャンプ読んでないから
単行本情報しか知らないんですけど、もうだいぶそういう感じになってきてると思うんですけどね。はい。まあ、結末が楽しみですね。はい。私のゲームを通して読んだのは今年に入ってからで、そうなんです。最近だったんですね。じゃあなろうが好きってね、さくらの決め台詞ですよね。はい。個人的おすすめ忍者漫画、安住。安住、名作だって評判ですよね。渋い。あれですよね、ジンの、作者の方の漫画です。どっちだっけ、あれ違ったっけ、あれなんか記憶が混戦してるな。安住も名作だったはずなんだけど、読んでないことがバレバレですね。読んでません。はい。中沢啓治さんの絵柄がちょっと苦手でしたが、学研の学習と科学にたびたび書かれてて読んでましたと。なるほど。そっか、学研の学習と科学に載ってたんだ。ありがとうございます。なんかいろいろ掲載誌が、宣伝したりしてたんですよね。違った。大井龍馬の人だ。失礼しました。安住の作者はですね、大井龍馬を書いた人ということでですね、あまりイメージが良くない人もいるかもしれないんですけど、安住はすごい名作だって聞いてるんですけど、読んでません。はい。申し訳ない。作者名を間違えてるし。はい。ですね。漫画は今では自分で読めるようになりましたが、高校時代にアニメ見て存在を知った学校暮らしはポストアポカリスゾンビとして、当時すごい人気になりましたよね。はい。海宝さんはね、なんか今でもね、ツイッターとかでたまに見かけます。すごいリベラルでいい人ですよね。はい。ナルトで誰にムカつくか論争がありますが、さくらはよくやり玉に上がってるが、個人的に好き勝手やってナルトに知る。いや、サスケが一番ひどくないですか？総合的にサスケが最悪だと思うんですけど。よくあいつ許されたな。許されたって言っちゃった。よくあいつ許されたなっていう。いや、申し訳ないんだけど、当時読んでてもほんとひどいな、こいつと思ってましたけどね。まあ子供だからまあ今考えるとしょうがないってしょうがないんですけども。はい。まあ、サスケくんの勝手さはすごいと思います。海外でナルトの元ネタはハンターハンターだと言われていますが、作者は人空だと思っては、ハンターハンターはないでしょ。だってハンターハンターと結構同時期ですよね。ナルトの方がちょっと先、ちょっと後か。ちょっと後だけど、確か、ほぼ同じ時期に連載してるから、被ってただけですと思いますけどね。はい。安住の人は頑張れ元気のイメージですという。なるほど。ありがとうございます。いろいろ書いてる方ですよね。うんうん。そう、大井龍馬の作者の方ですね。小山優先生ですね。はい。ジンの作者は赤いペガサスの人です。そうだそうだ。ありがとうございます。完全に間違えていた。ジンは面白かったですね。ひねくれ者の代表格ですね、サスケは。オロチマルを知れってされた。いや、オロチマルの方がやばいか。確かに。許されるべきでなかった筆頭感がある。いや、ナルトっていろいろね、ごめんなさいね。ちょっと話についていけてない人いるかもしれないんですけど、まあ、サスケもだから悪側に寄ったりとか、まあ、割と悪い、悪役側で活躍したりとか、そのオロチマルって最初から最後まで悪役なんですけど、なんとなく許されたりしたキャラが結構いたんですよね。まあ納得いかないって言ってた人は結構いたと思いますね。はい。ただ見ての通り子供なので、子供であるっていうことはやっぱりね、今考えると感情に入れてなかったよな、当時はって思いますね。はい。そうですね。ナルトに関しては絶対差別しないんですよね。さすが親友ですよね。そう。で、基本的にまあ自分もやっぱりね、虐げられた立場だからなのか、そう、他人に偏見持たないのはいいことですよね。はい。リンクは掲載誌書いて完結してますということでですね、ナルトの元ネタと言われる人空という名作漫画もあるんですけどもね、これも面白かったですね。はい。そんなナロー小説もあるんだ。すごいなぁ。なんかいろいろ、チャレンジングな作品がね、たくさん出てるのはいいことですね。はい。ナルトのラスボス賛否両論ありますけど、カラスマさん的にはどうですか？いやー、どうだったなんかね、やっぱりポットデ感が否めなくなかったですか？あれ、
いや、私だから、ナルト、だから結構あんまり真面目に読んでなくて、家族が買ってたからという、それでですね、結構流し読みしちゃったところもあったりしてですね、読み返してなかったんですよ。だからね、申し訳ないけど、熱心なファンじゃなかったんで、あれだったんですけど、まあ、最後の方でね、ラスボスが登場するんですけど、なんか急に出てきた感がすごくて、ぎょっとしてた記憶がありますね。はい。そうですね。でも、社会に追いやられたキャラの描写とかは良かったですよね。はい。なんか伏線あったっけと思ったんだけど、でもわざわざその70巻もあるものをですね、最初から読み直すのがめんどくさくて読まなかった記憶がある。ごめんなさい。なんかね、熱心なファンの人だったら伏線とか掴んでたのかもしれないけど、はい。まあ、作品をでもね、大長編をやっぱ綺麗に終わらせるのもめっちゃ難しいですよ。神業的なテクニックがないと、ドラゴンボールも基本割と投げっぱなしみたいな感じで終わってるし、まあ、あれはジャンプ編集部と対立したんですけどね。はい。まあ、ハンターハンターに至っては未だに完結できていないしまあ、リンクに関しても、その作者の方が病気か何かになっちゃったのかな。で、紆余曲折あって、数十年経ってから、10年ぶりか、10年ぶりに再開して2011年で完結っていう感じなんですね。はい。だからまあ当時の90年代のジャンプの編集部って本当ね、作者の方を潰れるまで働かせたりとかするとこだったので、そこ本当人権侵害もいいとこだと思うんですけど、今考えるとね。だからあまりクリエイターを大切にしないっていう批判が多かったですよね。いや、70巻はやっぱ長いですよね。ナルト長い。だから私も初期の話忘れちゃってたんですよね。もう最終話を読むまでには。アムイデンは社会的制裁により底辺扱いされる、そう、被差別階級の人の話ですよね。でも遊戯王はそうですね、綺麗に終わった記憶ありますよね。やっぱりね、まあ最後に、まああんまりネタバレになるとあれだからあれだけど、まあね、主人公関連ではいろいろ謎とか秘密が多かったんですけど、それが綺麗に、まとまったのがね、記憶に残ってますね。はい。ハガレンもね、素晴らしい終わり方でしたね。あれは印象に残ってる。綺麗でしたよね、終わり方が。あれでも終盤体調崩されていろいろはしょったりしたらしいです。それってあれか、ナルトの話か。遊戯王か。遊戯王か。ごめんなさい。遊戯王あれでもはしょってたんだ。へえ、知らなかった。それは知らなかったな。ナルトはね、なんかね、別のバルスボスの方が良かったのではないかというちょっと感はあるね。というか、あれ、両面少なってマダラに似てません私ずっと思ってたんだけど、呪術廻戦の連載中、絶対マダラだろ、これはっていう。だからまあね、ラストボスに昇格したのでよかったんじゃないですかって。いや、呪術廻戦とナルト知らない人には何のこっちゃの話で申し訳ないんですけど、まあですね、悪役、ヒーロー面ともにですね、人気が高くて、すっげえいろんなキャラが登場するからですね、一口で説明しがたいところがあるし、私もだからね、10年以上前に読んだっきりで忘れてるからねあまりちゃんと解説できてなくて申し訳ないんですが、ナルト読み返さなきゃダメかもしれんな。はい。なるほど。リンゴの国の長男、この前ですね、この漫画がすごいランキングでですね、はいはい、表彰されましてですね、作者の松虫先生にですね、私、直接おめでとうメッセージを送ったりしたんですけどね、反差別のですね、市長の方がですね、松虫先生がですね、作者をやってらっしゃる、リンゴの国の長男はめっちゃおすすめですので、皆さん読んでください。はい。すごい、ごめんなさい。コメントしていただいたので、ものすごい勢いでおすすめしてしまったけど。いや、これなんかね、どうなるかわかんないけど、面白いですよ。あまりこういうね、なんか、女性向けって言ったらちょっとあれなんだ、言い方があれなんですけれども、作品読んだことない、良かったことなかったんですけどですね、今のところすごいスリリングで面白いです。はい。で、作者がですね、作者の方がですね、すべての差別に反対しておられる方なんでですね、すごいいろんなとこで行き届いてます。はい。絵も美しいので、ぜひ、興味ある人は、チェックしてみてください。はい。ち
ちなみにちゃんと読んでると、まあまあ、ラスボスへの伏線が貼ってある。あ、やっぱそうなんだ。そうなんだ。私がちゃんと読んでなかっただけで。申し訳ございません、ナルトの、岸本先生。申し訳ない。黒式を一切畳まずに、クランプ作品ってやっぱり黒式畳まないんですか？私カードキャプターさくらとか読んだことなくて、なんか知らないんですよね。はい。遊泳者は今でもひどいです。看板候補の神楽鉢の作者に関東巻末から書かせて本編が下書きの状態で出されて、そうなんですか？ひど。まだそんなことやってんの？いやー、ジャンプの体質やばいですね。直さないとこれダメじゃないですか、あの会社いい加減。10年、20年前から変わってないですね、それは。だって、ハンターハンターがあんな感じになったのもう10年以上経ちますからね。はい。あと、藤見よい子先生の半分兄弟。そうですね。半分兄弟ですね。ランキング1位になりましたね。素晴らしかったです。はい。皆さん読みましょう。半分兄弟。前回のね、ラジオでもお勧めしましたけど、しつこくて申し訳ないんですけど。いや、でも半分兄弟はね、マジでほんと読んだ方がいいですよ。反差別やってる人は読むべきですよ。これはね、なんていうか、今の時代に必要な作品だと思うので、皆さん読んでください。はい。この漫画がすごい2026年1位です。1位ですね。はい。まあ、海外の人もなんかね、なんか最初、皮に来るつもりで、なんか DEI 枠じゃないかみたいな、皮に来るつもりで読んだら、普通に1位だったからすげえびっくりしたみたいな、コメントをしてた人がいたんですけれどもね。なんかね、我々を舐めないでいただきたいみたいな、いや、そういう生きったコメントをしたくなったんですけど、でもな、これがな、もっとほんと商業的にも大ヒットしてほしいんだよな。本当に。そこが歯がゆいですけど。はい。絵柄にも個性があっていいですね。はい。松伏あられさんには漫画の前に本人に会わせられた。そうなんですか？すごい。会ったことあるなんて。ちょっとアップデしろやって感じ。いやー、でも少年ジャンプほんとダメですね。もう週刊連載やめた方がいいんじゃないですかね。富樫問題を解決できてないのはちょっとやばいですね。なんかそういうのもうなくなったと思ったんだけどな。グランプは CC 桜のような有名な完結作品に言われて山のように未完の作品が積もっております。そうなんだ。それは確かにぶん投げてると言われてもしょうがないな。半分兄弟伸びてほしいですね。ほんともっとね、社会的に大ヒットしてですね、映画化してドラマ化してアニメ化していろいろ行くべきですよ。はい。はい。ですね。あと、天夜の月もですね、おすすめいただいてるやつ、ちょっとごめんなさい。広告出るので一回あれするけど、リンク貼っておきますね。改めて。こちらね、障害の、ハンディのある方のですね、同性同士のですね、恋愛を描いた作品ですね。はい。なので、とても、チャレンジングな作品だと思います。はい。たぬきのワンピも下書き状態で出してるの？まだや、そうなんだ。休ませなさいよ、それ。なんかワンピースはね、定期的に休むようになったから、そういうの解消されたかと思ってたんですけどね。いやー、ダメだな、ジャンプ。ダメだな、ジャンプって言ってしまったけど。やっぱりね、作者の方々のそういう姿勢をあれしてないのはダメですね。まあ、ドラゴンボールはね、当時からやっぱり問題になってて、アニメに間に合わなくてアニメが引き延ばしされてたり、鳥山先生がもう嫌になってもう連載をやめたいですって何回も言ったのに聞き入れられなくて、結局結構ぶん投げる形で終わっちゃったんですよね、最初の連載は。今はなんかスーパーってね、ご本人亡くなっちゃったので、続編をやってるみたいですけど。ポリコレ作品への霊障をしたくてたまらなさそうな人たちは今 BBD にも群がってそうなんですよね。それも嫌だな。でも確かになんか有名になるとなんかね、こういった作品がね、叩かれそうでね、なんかそれも嫌ですね。気持ちは悪いですね。差別主義者の人は読まなくてよろしいですけど。はい。
うんうんうん。こう考えると投げやりでも終わらせることができる。いや、本当ね、作品はね、完結させることもね、能力の一つだからね、完結させるのにってとんでもない才能が必要なんですよ。大体の人は完結させられないですからね。特に素人の作者は、ですね、作品を完結させることがですね、なんだ、まず第一だって言われてては、作品を完成させれれば、ようやく、まあ、一歩を踏み出したみたいな。ですね。大体の人ストーリーのあるものを完結させられないんですよ。はい。まあ短編はまた別ですけどね。はい。牛尾さん、こんからです。来ていただいてありがとうございます。天夜の月は聴覚障害を持つ子と同性愛者の子の物語です。同性愛の子については直接的に明言こそされてないけど、読んでいると分かるようになっていて、結婚は、手話では男女とかくっつると表すと言われたところに胸が締め付けられるという描写もあります。ということで、おすすめありがとうございます。そうですね。カメハメを打つのに1週間かかったりしてましたよね。ドラゴンボールのアニメワンピのそれってなんか模様的にものすごい回じゃなかったでしたっけ？そうですね。なんか凄まじい回の時に、下書きになったっていうのはなんか聞いたことはあるんですけど、はい。それはなんかね、単行本で読んだけど、連載時に聞いた気がする。でもそういう話じゃないんじゃないかな。ちょっとわかんないです。最近のジャンプを雑誌で読んでいないので。うん。アニメの引き伸ばしはもはや伝説レベルですよね。藤代先生は複数人いるのかっていうぐらい仕事してるみたいですけど、大丈夫なのかな？そうなんですか？ハンターハンターとヒストリエの完結は諦めた方がいいのかいやー、ハンターハンターどうにかならないのかなというか完結させる気あるのかなあれはまあ確かにもう、ジャンプでね、やっぱり連載で体壊しちゃったみたいですから、富樫先生、本格的に。まあ、しょうがないっちゃしょうがないし、ジャンプが悪いんだけど、全部ジャンプが悪いんですけどね。悠々白書の連載っていう漫画の連載時からずっと体調を崩されてたから、だけどなんかもったいないですよね。とんがり帽子の、白浜かもめ先生も人権意識そうですね。白浜かもめ先生もですね、反差別の主張されてることで有名ですね。すいません。ちょっと作品魅力なんですけど、ありがとうございます。連載が進まないといえばガラスの仮面。ガラスの仮面でまだ連載してるんですかなんか伝説化してしまって、もはや、あれはもう完結できないんじゃないですかね。おいしんぼと一緒ではい。葛代先生はしかも3つ連載を抱えていて全部違う作風で本当に同じ人が書いてる。そうなんですか？それは無理しすぎなのでは？大丈夫なのかな？アニメが原作に追いつくとアニメオリジナルストーリーが始まったり原作にいないキャラとかよく出てました。そうですね。はい。ドラゴンボールはなんか全然記憶があんまり曖昧だけどアニメの今の、YouTube とかで上げられてるのでもですね、すごいですよ。引き伸ばし描写が、1話かけて15分かけてカメハメを打ったりしてますからね。はい。ただ、それはそれとして作画はすごいんだよな。というか、呪術廻戦モジュロはですね、単行本出たらちゃんとレビューしなきゃいけないなと思います。なんか反差別なのらしいので、はい。呪術廻戦の続編がすごい話題になってますね。そうですね。白浜かもめ先生の作品はね、アニメ化もされているはずですよね。ワールドトリガーが好きですが、週刊少年ジャンプに作者が連載中に体調を崩してから月刊誌に移動になりました。そうですね。ワールドトリガーの作者の方もそう。体調崩されちゃったんですよね。だからね、なんか、ほんとジャンプ漫画多すぎなんですよね。他の週刊誌のだって雑誌とかと比べても突出して多いでしょう。だからやっぱり何かあるとしか思えないんだよな。だから無理させてるのではないかという疑惑がずっと90年代からあまり、だからね、体制がきちんと整ってないのではないかっていう
結局ホロライブの話につながりましたね。当初領域した領域をですね、大きく超える、タスクが何度も発生したりですね、だから漫画を描くっていう作業に集中したいじゃないですか。でもアニメがどうとか、そのグッズがどうとか、そういう話がですね、バシバシ回ってくると、作者に負荷が集中して、活動の維持自体が難しくなるんですよ。だから本末転倒なんですよね。だからそのジャンプの人たちってとにかくメディアミックスしたがるけど、メディアミックスってすればするほどそのアニメのキャラデザとか、そのアニメの設定を考えたりとか、アニメの監修をしたりとか、キャラクターデザイングッズに関しても全部に目通したなきゃいけなかったりとか、だから漫画家さんって基本一人しかいないから、アシスタントの人たちはいますけどね、作者の人たちに対する負担がパないのではないかっていう、それは業界の構造的な問題だし、アメコミと違って分業制があまりないので、そこはね構造的問題でもあるんですけど、ただその作者の方々のねやっぱり負担を軽減しなきゃいけないっていうのがずっと言われてることなんですけどね、なんかあんま改善しないですよねそうですね。なんと人間砲弾それは北斗の拳ですね北斗の拳はアリオリがすごかったらしい。なんかアニメオリジナルでほとんど持たせてた時期があったらしいですね。北斗の拳見てないからよくわかんないんだけどはい。筋肉マンのゆで卵先生、ホテルに缶詰にされてひたすら漫画を描かされていた。いやー、ひでえだ。拷問じゃないですか、もはやそうなると。ちなみにワールドトーリーがこれですけど、だからこれ2010年代だっけ連載開始した最近の作品なんですけどね、アニメ化もされてますけど、ゆでたまごさんが筋肉マン連載してたの80年代じゃないですか。80年代からそう変わってないのかよって感じしますよね。そう。だからやっぱり週刊連載っていう形態がもう時代に合わなくなってるんじゃないかっていうね。週刊19ページってちょっと過剰な生産量ですからね。長すぎでしょ。やっぱり1ヶ月で30ページぐらいが最大限の量、人間にかける最大の量なのではないかという。いや、よっぽど筆の早いね、荒木宏彦先生並みの人じゃないと、やっぱり難しいですよね、多分。いやだから本当ね、ローソンもないし、漫画家の人って大抵個人事業主だから、漫画家のそういう協会はもちろんありますけどね。でも一人の労働問題に向き合って編集部と戦ってくれるかっていうとそうではないので、やっぱ難しいですよね。はい。ちなみに少年の最近ジャンプで好きな作品は女性が主人公で主人公として茜話です。なるほど。そういった作品も連載されるようになってるんですね。ありがとうございます。読んでなくて申し訳ない。あれだけど。昔に比べればね、リベラルで多様な作品が連載されるようになってることは確かなんですけどね。でもなんかね、連載事情とかそういう面に目を向けるとね、変なというか、なんて言えばいいんだろう。なんか球体依然としてるなっていうところはありますよね。はい。手塚治虫が早すぎたのが良くないと思います。全ての研究そこなんだよ。宮崎駿さんもボロッカス言ってますからね。手塚があまりにもやりすぎたから、アニメとね、日本の漫画はね、こうなってしまったんだっていうね、おじさんが全て悪いのだみたいなことを言ってたのを聞いたことありますけど、手塚さんがね、採算度外視でアニメ描いたりとか漫画作ったりとかね、超人的な能力でやっていたので、そんなの他人ができるわけないじゃんっていう話ではありますよね。でも結局、その手塚先生、無敵の手塚先生でもやっぱり60代とかですぐ亡くなっているので、やっぱり人間のね、活動能力を超えてたんじゃないかとは言われてますよね。野田先生はそうですね。割と腕早そうだし、なんだかんだ言ってずっとマイペースに連載続けられてるから、あんまりそういう感じを受けなかったですけどね。集英社にとっては苦渋の決断だろうけど、週刊少年ジャンプ廃刊して月刊少年ジャンプを復活させた方がいいんじゃないでしょうか。いや、作者にとってはそれが絶対いいよね。ジャンププラスと月刊少年ジャンプにしましょうよ。いやでもね、やっぱ週刊少年ジャンプなんだかんだ言って利益があるんでしょうね。電子版もやっぱりそれなりに売れ行きありますし、
ね、ドラゴンボールの時代から比べれば半分以下になったっていう風に確か言われてるんでしたっけ、発行部数って。今何万部ぐらいなんだろう。ドラゴンボールの時代はですね、600万部とか、あまりに異様なその発行部数だったんですよ。日本の人たちがね、だから、老いも若きもみんなドラゴンボールを読んでいたと言われている時代があったので、まあ、その時代からね、その時代はね、確かにね、週刊少年ジャンプの廃刊なんてとんでもないよって冗談じゃありませんよみたいなこと言ってるけど、今109万部まで減ってるんだ。6分の1やん。もう良くないってなんか気がしたんですけど、今109万部まで減ってるんだ。2024年4月から6月の日本雑誌協会のデータでは100万部まで減ったんですね。なので、まあこのようにですね、653万部というですね、まあ日本史上最高記録を94年に達成してるんですけど、まあ今はね、このような感じなので、月刊少年ジャンプに移行すべき時が来ているのではないかな。はい。いや、600万の時代は怖いですよね。本当に全員ジャンプ読んでたんだろうなっていうね。この時代に私だからね、ジャンプ読んでなかったですけどね、一度も。はい。手塚が悪いって言うけど、手塚の時代から変わらないのがおかしい。いや、まあ、その通りですね。だから手塚が悪いっていうのみんな分かってんだから、手塚の時代から変われよっていう話なんですよね。だから宮崎さんも正直構造改革したかっていうとしてないし、あの人もあまり。だからね、やっぱ命削って漫画を描くみたいなのを普通にしちゃったのはダメだと思いますよね。うん。そう、水木しね先生ははっきり言ってましたよね。手塚と石森は徹夜しまくったから早死にしたんだよって、俺は寝てるからねって言ってまあね、亡くなられてしまいましたけどね、90歳以上まで行きましたからね。はい。やっぱ健康が一番大事ですよ。うん。そう、厳しい世界であることを伝える必要はあると思うんですけど、確かに実力の世界だからそれはなかなか変えられないと思いますよ。俺はなかなか変えられないと思うけど、なんかなんて言うんですかね。作者にマッチョを求めるのはおかしいですよね。働いて参りますみたいなそれはね、やっぱり時代遅れだと思うので、はい。まあ、今時のね、連載形態に合った、ちゃんとですね、形態に直していただきたいんじゃないかな。電子の方はさすがにカウントされてないんじゃないですかね。電子版もカウントしたらさすがにこんなに少なくなってるってことはないと思うんですけどね。はい。うん。だからね、電子版も合わせたらまあ200万部とかはあるのかな。今、よくわからないですけど。あれって減るんだ。今時はデジタルでまあみんな読んでるんでしょうからね。はい。だから雑誌がどれぐらい減って、その分どれだけまあデジタル化したのかっていうことですよね。はい。当時はそう、超人気作ばっかり連載してたからっていうのもあるんでしょうけどもね、600万部はやっぱり異様な数字だし、バブルですよね、これはね。一種の。だからバブリーな人気の時代はまあ終わったんだからね、時代に合わせた労働環境をですね、整える必要はあるんじゃないかなとは思いますよね。そう社会全体でそうクリエイターを搾取してる時代をいい加減終わらせなきゃいけないですよね。だから今もまたね、なんかクールジャパンを復活させるとかなんとかほざいてる人たちがいますけれどもね、まずその前にアニメと漫画の労働環境が世界中で問題視されてんだからそこをなんとかしろよっていうね。だからアニメの制作環境とかがやばいっていうの海外にももう呪術廻戦の件とかでも相当伝わってるらしいですよ。だから向こうの人たちみんな怒っててジャパンは未だにそんなことやってんのかみたいなお前らいつの時代に生きてんだみたいな、まあ当然ですよね。向こうは合理主義で考えるので、はいなのでね、ジョジョももちろん月刊ですよ今は。はい。でも月刊でも超ハイペースで連載してるのでね、荒木先生怖すぎるなということはあるんですけど、まあ今は結構アシスタントさんが書いてるとは言ってましたね。はい。人間は無理しないとクリエイティビティを伸ばせられないみたいなとんでもないツイートを見かけたので、集英社はじめ出版社は改革を重ねてどうにかひねり倒してくださいね。そういうやっぱり町相撲思想はやめた方がいいですよ。時代にそぐわない、時代というかもう、昔から間違ってたし、やっぱり人間のエネルギーを搾取することで成り立ってた思想だからやっぱ過ちだと考えなきゃいけないですよね。
水木しげる先生の作品だってね、未だに残る名作ばかりですけれどもね、彼90歳まで生きてますからね。はい。だからそういう働き方できるんですよね。全然コメントはね、フリートークなのでありがとうございます。たくさんありがとうございます。YouTube はしかりメディアはむしろ加速してるから習慣やめるなんて判断はできないんじゃないか。いやー、でもそうでしょうね。なんか習慣でこういうジャックポット的になんか話題を提供しないといけないみたいな縛りをいまだに課せられてる感じがありますよね。だから消費が早いから、月間だとまあ話題が途切れるじゃないですか。だからね、やっぱり週刊連載の需要ってのはあるとは思うんですけど、でもそれだったら週刊10ページとかでもいいんじゃないかなという気もするんですけどね。週刊10ページだったら、10、10、10、10、10でまあ40ページぐらいじゃないですか。それだったらギリギリね、月刊連載をちょっと上乗せするぐらいだから、まあ体力は必要だと思いますけど、なんとかなるような気しますけどね。うん。そう、アニメーターの待遇悪いの昔から有名だし、もう世界的に有名になっちゃいましたからね。世界の人たちにネトフリとか通じてバレてるからね。もう言い訳できないと思いますよ。うん。俺でも結構改善していると聞く。うん。だから昔に比べればね、やっぱアニメ業界の人たちもね、ただ黙って見てるわけじゃないし、まあアニメーターの待遇とかはね、10年以上前からずっと言われているのでですね、もっともっと改善してほしいですよね。っていうか、インボイスやめろという話なんですけどね。結局話が戻ったけど。ハーメルンという二次創作サイトによく言いますが、メインで送ってる作品はすごく更新頻度高いんですが、それだけに高クオリティのやつが出てくるので、高クオリティのためには短いスパンで連載するのは無理なんです。そうですね。うんうん。だからある程度やっぱりクオリティ高めるためにはね、精査しなきゃいけないとかってなるとね、時間も必要ですよね。はい。ね、シードはやっぱ作がやばかった時期はね、異様なその制作環境だったっていうのは言われてますよね。年間200本のライブ配信をノルマとして貸す事務所があるぐらいだから回転が早すぎるっていうね。だから YouTube の配信のスピードと合わせてやれみたいなことを言うのがやっぱ無茶ですよね。私はただ喋ってるだけですけど、それでも結構疲れるからそれでも割と疲れるんですよ。すいません。なんかね、ただ遊んでるだけだろって言われてるか思われるかもしれないですけど。でも漫画家さんはね、やっぱり力を合わせて絵を描いてるわけですからね。力を出して絵を描いてるわけですからね。だからね、やっぱりクリエーションのね、労力が違うので、はい。ジャンプラの作品だと、週間10ページぐらいのものもありますね。そうなんだ。そっかそっか、そうですね。ジャンププラスの作品だと、そっか、10ページぐらいで連載してるのもあるんですね。はい。というか、チェーンソーマンは何回、10ページぐらいで結構、1話終わってた回もあったから、そういえば。はい。まあ、そんな感じでね、少しずつ変わっていけばいいんじゃないかと思いますけどね。シードが売れすぎて偉い人が続編を作れという無茶苦茶を言ってきたのです。なるほど。そうなんだ。ということで、そろそろ2時間10分超えたので、今日はですね、割と結構アニメとかですね、文化的なトークが多くなりましたけど、いかがでしたでしょうか。VTuber の人もですね、漫画家さん、クリエイターの皆さんもですね、労働環境を改善すべきだという人は、ぜひとも高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。最近ですね、高評価の伸びが良くないので皆様ご協力ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は配信、見ていただきありがとうございました。そして、ですね、お疲らすです。ありがとうございます。ということでですね、ちょっとここから、告知なんですけれども、明日ですね、明日21時から、はい、音花風花さんと、ですね、スカーレッタ・クローワルツというユニットを正式に組ませていただきまして、あなたはおめでとう、入国審査官に選ばれたということで、ペーパーズ・プリーズというゲームの実況プレイを、2人でやっていこうかなと思っております。こちらですね、この世で最も邪悪な、存在と言われる、入国審査官というですね、存在になりきって、実況するということで、
私の、精神エネルギーが試される感じになると思うんですけども、まあちょっと戦々恐々しつつもですね、頑張ってやっていきたいなと思ってるので、よかったらこちらもチェックしてみてください。はい。そうですね、フェイバーズブリーズはすごく、有名なゲームらしくてですね、ですね、グレンスティン、国境検問所というところの恐ろしいところのですね、入国管理をしなければいけないそうでございます。恐ろしいなと思いながら、まあただね、これはね、差別に反対してる人はやるべきじゃないかなと思ったので、ちょっと2人でね、やらせていただこうかなというふうに思っております。お疲れ様でした。おけわるというか、ありがとうございます。このゲーム知ってますということですね。お疲れ様です。戦争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対です。ルラビという、パレスチナ支援ソングが良ければ、ご購入お願いいたします。ありがとうございます。お紹介ありがとうございます。コラボ名のロゴキラキラでめっちゃおしゃれですね。天秤がモチーフになってます。ありがとうございます。ありがとうございます。音原風花さんの力作でございます。はい、私は相変わらず何もしておりません。ありがとうございます。いつもサムネ作っていただいてありがとうございます。はい。ということで、明日もよろしくお願いいたします。風花さんもよろしくお願いいたします。はい。事務所 VTuber の仕事よくわからない秘密が多いっていうですね。まあ、だから秘密保持契約とかもいろいろあるんでしょうけどね。やっぱりちゃんとね、労組なり弁護士なりをつけてですね、きちんとやっていってほしいなというふうに思いますね。はい。ね。はい、お疲れ様でした。Together Palestine というアカウントから確認できますと、明日の配信楽しみにしてますということで、ありがとうございます。後でチェックしておきますね。ありがとうございます。後でチェックして、リンク集で今回まとめておきますので、よろしくお願いします。デモクラシー4という国を配信するゲーム。そんなのもあるんだ。ありがとうございます。カラスマゲーミングはですね、順々にね、今後も続けていこうと、地道に続けていこうかと思っていますので、よかったらリクエストとかはですね、ぜひとも気軽にコメントしてください。はい、ということで、今日も配信ありがとうございました。皆様、ですね、今寒くなってますけれども、体調とかにご気をつけてですね、よかったらまた、来てみてください。それではお疲れ様でした。おやすみなさいませ。お疲れ様でした。